万礼、集え、キム誠、立て。注文のあの先輩が、今まさにキムニを結んでるみたいだ。紫霞峰の浅さから人だってさ。もう6年も仕官してたんだ。信じられないよ。人って入門してまだそんなに経ってないのに、もう優位にしちゃったのか。人は白霞宗の1000年に1人の波はずれた天才なんだよ。原点ひいきで破敵なしだったし、今、キムニを結んだのも納得できるよ。あいつ、朝倉陽斗が優位にするなんて、髪も見てみぬふりか。キム誠完成だ。ひじりなし、おめでとうございます。キム誠が完成しましたね。入門して10年以上が経った。ようやくキムニを結成できた。マジで人がキムニを結んじゃったよ。言葉に気をつけて、これからは朝倉人道人って呼ばないと、もしくは朝倉人長老って呼ばなきゃね。そんなはずがない。俺の弟子赤井虎之助が原点ひいきで死んだのに、紫霞の奴の弟子が、なんでキムニを結べるんだよ。俺は認めない。俺は認めない。雷コウだぞ。雷コウが来たぞ。この奴、すごいな。人は絶対に助からない。ひじり主、雷コウが来ます。こんな雷コウ、大したことないよ。ついに人のやつ、死んだな。雷コウをくぐり抜けて、好みはさらに強靭になった。雷コーンが消えたのか。そんなバカな。ここが白霞宗か。やっと間に合った10年に一度の弟子募集の大典だ。まさか俺が特殊警備隊の隊員から修戦会に飛ばされて、朝倉家の天才若様になるなんて。待て！止まれ！動くな。動くな。動くな。銃を置け。落ち着け。銃を置け。二術システムを完全に発動するには、二術の道を学ばないといけないらしい。でも、どうやって宗門に潜り込んで、二術を学べばいいんだろう。やばい！誰か崖から落ちた！助けてくれて、本当にありがとう。気にしないで、市民警備隊として、これが仕事だから。人民って、どういう意味？やばい、口滑った。何でもない。助けるのは当然のことだから。私、白石由紀と申します。白霞宗紫、霞峰の弟子です。お名前を教えていただけますか？私は朝倉家のもので、白霞宗にで仕入りするために参りました。朝倉家の人様でしたか？どうぞ、ついてきてください。例ね、判定にご案内します。じゃあ、ゆきさん、お願いします。これで今回の修と大会も終わりだな。紫霞道人、なんだ、あんまり機嫌良くなさそうだな。今回の修と大会、紫霞峰は内門弟子を一人も取れなかったんだぜ。やっぱりな、二術なんて、誰にも好かれないよな。どうだ、俺たちから、
内門弟子を紫かすみに分けてやろうか。泣かせないようにな。もうやめて。紫かすみ峰は、まだそこまで落ちぶれて人材がいないわけじゃない。口だけだな。おや、また誰か来たな。あれはユキだ。人様、このレーネ判定席に手を置けば、レーネが判定できますよ。教えてくれてありがとう。残りはあと1人か。どこの馬の骨でも全部紫かすみに押し付ければいいさ。さあ、行こうぜ。あいつはまず無理だな。どうなってるんだ。こんなの見たことない。メッティない上級の引きジレーヌだ。この子はグレンミネがいただく。先ほどあなたたち、この子を紫かすみ峰に譲れと約束したはずです。だから紫かすみ峰が引き取ります。さっき言ったのはあいつだ。俺は言ってない。ただの冗談だ。取り消してもいい？ダメだ。おめでとうございます、人様。あなた、珍しい上級のチレーネなんですね。キム誠になれる素質がありますよ。紫かすみ、峰に来ない？私と一緒に2を作ろうよ。いいよ。これでシステムがやっと動く。お前、名前は？朝倉人と申します。人君みたいな、めったにいない上級の引きジレーネだ。日の修行にはうってつけだ。グレンミネにはいらないか？俺が親伝弟子にしてやる。師匠人をお願いします。彼が私を助けてくれたんです。しかも珍しいチレーネなんです。どうか、弟子にしてください。一紫かすみ峰に入門する気はあるか？私が自ら弟子として迎えるよ。紫かすみ、お前女なのに、こんな才能ある男でしょちゃんと教えられるのか？人には彦玉根が備わっている。紫かすみ、峰野に銅と相性。抜群だ。もしうちの紫かすみ峰に来てくれたら、しっかり育てれば、将来きっとに銅で大きく輝ける。二術なんて出世できるわけないだろう。お前の弟子見てみろよ。戦力は俺のグレンミネの弟子の半分にも及ばない。お前のところに行ったら才能の無駄遣いだ。グレンミネにはいらないか？紫かすみ同人は二術ができるし、これでシステムも動かせる。しかも師匠は美人だし。弟子になります。紫かすみ峰に入門します。二道に励みます。いいわ。人、今から私が、親伝弟子として迎えるわ。必ず、立派な西に育てるから。宿主おめでとう。白かすみそう紫、かすみ峰に入門しました。二道を習得しました。超級二術、システムが起動しました。一級加藤二術を獲得しました。五星を一時的に高めるアイテムを獲得しました。五星に一つを獲得しました。気脈に一つを獲得しました。今後二術の性効率が倍になります。収むためがネリキ3段にアップしました。やったー！やっとシステムが起動した。この報酬、二術にぴったりだ。今回の弟子選抜、やっといい弟子が入ったわ。人、ゆき。私と一緒に紫かすみ峰へ戻ろう。はい、市長。人よくもやってくれたな。俺の行為を無視しやがって。そのうち公開することになるぞ。師匠、どうかお怒りを押し詰めください。人なんてチレーネがあるだけじゃ、見てろよ。絶対に超えてやるから。まさか俺の弟子になるチャンスを断るとはな。赤い虎之助。これからは俺の代わりに、あいつをしっかりもてなしてやれ。師匠を断ったらどうなるか、思い知らせてやれ。師匠、ご安心ください。もし人が、師匠のはいかにならなければ、白かすみ胸じゃ、絶対に安らげないからな。朝倉陽と師匠にご挨拶します。一紫かすみ峰、入門したからには、教師として、紫かすみ峰の3つの革新工法を授ける。この3つの工法は、元おまさかいへの究極の道を示している。紫かすみ峰の根幹となるものだ。まずは、紫かすみ広く。紫かすみ開祖が創始したものだ。この訣を習得すれば、法力が圧倒的に増す。普通の基礎工法の100倍にも匹敵する。次は、青蓮聖典。青蓮神君が創始したものだ。比例根、小玉根。地霊根のための専用修行法だ。この修行法で生み出される青葉、地須神炎は、攻撃にモニネにも使える。
一口愛。二つ目の本を選ぶのがおすすめだよ。最後は、紫不二系。これは二道の正当伝承だ。2が完成した時には、収めた目を高めることができる。二道の最高の秘伝承だ。一子の3つの候補は、それぞれに奥が深い。どれを修行したい？選ぶのは子供だけだよ。全部欲しいからね。弟子、全部の候補を修行させてください。人、お前は分かっているか？これらの候補は、どれも修行にファ大量の勢力が必要なんだ。よくバリすぎると、結局何も身につかないぞ。3つ同時に修行すれば、進みはかなり遅くなる。分かってますよ。でも、この3つの候補は本当に強力で、一つでも収まらないとそんなんです。もし全部習得できれば、戦力も楽しゅうしより、何倍も強くなれるんです。よし。そこまで決めているなら、師匠として、お前の望み通りにしよう。師匠、ちょっと待って。師匠が一度に3つも候補を教えるなんて、紫かすみ峰にはそんな決まりはない。あの人誰なんだろあいつは紫かすみ宗の星宮美先輩だよ。技術もかなり上手いし。でも、ちょっと器が小さいんだ。う。なるほど。嫉妬してるのか。邪魔しに来たんだな。星宮美、もう決めたから。これ以上言わなくていい。師匠。一口灰のためを思ってのことです。その話はどういうこと？一口は8例ネだけだし、3つの候補を同時に修行するには無理がある。だから、才能を無駄にするのが心配だったんです。師匠、星宮美先輩恥分と同じだと思ってるだけですよ。先輩が3つ同時に修行できないからといって、俺も無理ってわけじゃないです。なんだと？星宮美先輩、俺の才能、甘く見ないでよ。よくそんな大口をたけるな。この3つの候補は、紫かすみ峰の門外不出の秘伝だぞ。極めて奥深いんだ。俺なんて昔青蓮聖天を修行した時も、入門するまで1ヶ月もかかったんだ。お前みたいな地霊ネが、その場で習得できるわけないだろ。人でたらめを言うな。嘘じゃないよ。じゃあ、俺が先にやってみる。青蓮聖天をちょうどいいし、星宮美先輩と勝負してみるよ。師匠、教えてください。本当に習得できないのか。見せてもらおう。もう言い訳はできないな。よし。師匠として、まずは、青蓮聖天を授けよう。一口は今すぐ。青蓮深淵を出せるなら出してみろ。みんなに見せてやれよ。システム、ご精にを飲ませて。ご精にを服用も、1時間の魔宿主のご精が5倍に向上します。そうか、わかったぞ。青蓮深淵？そんなバカな。青蓮深淵だ。ほんの一瞬で青蓮聖天に入門したなんて。なんてこと人。君の才能はまさに前代未聞だ。すごいよ。一口はい。本当に信じられない。あのテンプレネの子たちよりもっとすごいんだから。違う。普通は習ったばかりで、青八土元なんて出せるはずがない。絶対に人が、前から青蓮聖天を練習してたんだ。それ星宮美先輩が前に言ってたよね。この3つの候補は、紫かすみ峰の外には絶対に伝わらない秘伝だろ。俺が先に覚えてるなんてありえないよ。もしかして、先輩が外に漏らしたんじゃないの？でたらめだ！師匠！弟子は絶対に誰にもこの秘伝を教えてません。もうやめなさい。人は本当にすごい才能だ。3つの秘伝を同時に収められるほどだ。残りの2つの秘伝も、今すぐ授けよう。なるほど。この2つの候補はこういうことだったんだ。悟った。すごすぎる。紫かすみ、牧だなんて。人、もう紫かすみ広くまで見につけたの？嘘でしょ？私が修行してる紫不二系なのに、人が一瞬で覚えちゃうなんて。どんな天才なの？とんでもない天才だ。本当に規格外だ。時が経てば、人はきっとみんなを驚かせるはずだ。これで、宗門の連中も、もう二度弟子を、馬鹿にできないだろう？人口愛、信じられないほどすごいよ。人、これほどの才能があるなら、師匠としてはお始末与えよう。ユキ、人を会うだけ案に案内して住まわせてあげて。はい、師匠。あと、紫かすみ霊札も人にあげるよ。
白霞胸内で、この両札を見たら、師匠がいるのと同じだ。師匠、ご恩を賜り、心より感謝します。ひとくん、一緒に行こう。ちょっと話すね。青竹庵は師匠が昔住んでたんだよ。すごくいいところなんだから。人調子に乗るなよ。そのうち、俺が紫かすみ峰の星雅先輩の凄さを思い知らせてやる。ひとこはい、ここがあなたの新しい住まいよ。ここは静かで雰囲気もいいね。霊気も豊富だね。本当にいい場所だ。そうだ。ゆき先輩白霞宗ってどんな仕組みになってるのか、教えてもらえる？もちろん、いいよ。こっちに来て、座ろう。白霞、胸の姫誠長老は、みんな自分の山を持ってるんだ。道後もその山の名前がつくんだよ。例えば、師匠は紫霞峰を管轄してるから、紫霞道人と呼ばれてるんだ。師匠は二道が得意なんだ。二道は長時間荷を作る必要があって、だから、楽しゅうしより収むためが低くなっちゃう。そのせいで、よく頼みねに押さえつけられるんだ。おさむ旋回も、結局は弱肉強食だな。してい君は親伝でしたから、毎月1枚、中級霊石が月の俸給としてもらえるよ。それと、宗門のために2役を作って任務として提出しないといけないよ。それと、弟子同士なら戦ってもいいけど、殺人は絶対にダメだよ。他には特に気をつけることはないよ。これ KPI そんなに重くないの？一公はい。さっきの K って何のこと？いや、思ったより楽だって意味だよ。そういえば。一公はい。もう二道の基礎はできてるから、丹道に行って西登録してみたら？後9西になったら、道門からにを作ってほしいと頼まれるし、霊石も稼げるようになるよ。了解。ちゃんと覚えておくよ。じゃあ、一公はい。私はこれで失礼するね。またね、ゆき先輩。今は紫府に刑を習得した谷を練れば、収むためがどんどん伸びる。時間もまだ早いし、丹道に行って、西野とうろくでもしてみようかな。これで2を作れば、収むためも上がるな。どこ見て歩いてんだよ。目ついてんのか？ぶつかってきたのはお前らだろ。ぶつかってきて、なんでそんなに偉そうなんだよ。やっちまえ。そう、その調子で、思いっきりやっちまえ。こいつら、わざと絡んできてるな。誰かに言われてやってるんだろうな。お前ら、俺に手を出したらどうなるか、分かってんのか？何がどうなるってんだ。たかが君草海山団の新入りに、先輩たちが思い知らせてやるよ。話なんていらねえ。とりあえずぶん殴れ。俺は市民警備隊だったんだ。こんなチンピラどもに、やられてたまるか。システム、気脈にくれ。気脈にを服用すると、気脈境の収むためがすぐにアップします。重様、収むためが、気脈境5段に上昇しました。これでお前ら、面倒なことになったぞ。お前なんでそんなことが。紫霞ひどく、入ったばっかりだろ。どうしてそんな技が使えるんだ。朝香が人、なんでこんなに強いんだ。信じられない。やっぱり俺のこと知ってるんだな。わざと絡んできたんだろ。誰がやらせたんだ？いえ。違う、誰も指示してない。本当に、誰も指示してない。すみません、すみません。どうか許して。言わないと、お前らを、焼いてやるぞ。言うよ、言うよ。グレンドー陣の弟子だ。赤い虎之助に言われてやったんだ。赤い虎之助か。朝倉陽とかったってどうせ無駄だぜ。俺はちゃんと次の手を用意してるからな。やめろ。シエモン・ナイデラントをするとは何事だ。捕まえろ。朝倉陽と罰を受けるのを楽しみにしてろよ。待て。これ何だと思う？紫霞霊札？なんだと？今も俺を捕まえるつもりか？なんで紫霞霊札なんて持ってるんだ？
これは師匠がくれたものだ。紫霞道人が俺にくれたんだ。思い出した。彼は紫霞道人の弟子だ。最近で修理した桜陽とだ。上級知霊根を持つ天才だ。人公愛。さっきは勘違いしてた。すまなかった。この2人、紫霞道人的弟子に無礼を働いた。捕まえて牢屋に入れろ。もうしません。もうしません。許してください。許してください。許してください。さっさと行け。人公愛。僕たちはこれから見回りに行くので、先に失礼します。なんてことだ。あいつが紫霞霊札を持ってるなんて。でも、いい気になるなよ。絶対にただじゃおかないからな。どこの世界でも。結局はコネや立場が物を言うんだな。あいつのことは、チャンスがあれば、後でやっつけてやる。執事さん、西東録をしに来ました。今日はもう終わりだから、また明日来てください。まだ時間あるのにさ、なのに仕事しないなんて、これってサボりじゃ、上の人に言わないとダメだな。責任者を出せ。紫霞霊札。お名前は何とおっしゃいますか？初めてお会いしますね。朝倉陽斗です。師匠の命で西東録に来ました。なるほど、人公愛だったんですね。丹道の白石分会です。さっきはちょっと冗談だったんです。今すぐとうろくしますね。西東録のためにテストを受けていただきます。テストで西の等級を判定します。一後輩、今日テストできますか？はい、できます。ではすぐ準備しますね。探訪にご案内します。こちらへ。一後輩、丹道の二路は良いものも悪いものもありますよ。これは一級最高級の二路です。青本という名前です。2の成功率を上げることができます。一番人気の二路ですよ。これで連単してもいいですよ。はい。この青本二郎、私が目をつけたわ。余計な人はさっさとどきなさい。どいて、この二路は小春先輩のものだ。小春、郊外、こちらは紫霞美の親伝で篠は桜陽斗さんです。どうかご配慮いただけませんか？あんたが上級チェレネのガキね。入門したばっかでニオネロなんて、ほんと、夢見すぎじゃない？人早くどけよ。他の二路でも使ってろ。あんた誰だ？私のこと知らないの？よく聞きなさい。私は青明道人の一番期待されてる二術の天才。エバラコハルよ。レディーファーストだよ。お先にどうぞ。こういうのも警備の仕事してた時の癖だな。市民と争うの派生に合わない。わかってるじゃない。紫霞峰の弟子ってやっぱり役立たずだよな。小春先輩が来たら結局はおとなしく、青本に労を譲るしかないんだよ。その言い方気に入らないな。俺が譲ったのは、俺の品がいいからだ。よく俺のことをバカにできるな。だから何よ？別に間違ってないし。白霞宗の中でもさ、知らない奴なんていないだろ。紫霞峰の弟子は修行が一番低いし、二術でも青明峰には勝てないんだよ。二術の腕前をバカにされたので、システム任務は都度。二術でこの人を正面から倒すこと。正面から倒せば任務クリア。クリアすれば二術が1級アップ。こんなラッキーなことある。この任務、絶対にやり遂げるぞ。兄ちゃん。この二路を使いたいなら、俺と勝負しようぜ。入門したばっかで、うちの小春先輩に後方で勝負しようなんて。後方じゃない。二術で勝負だ。紫霞峰の弟子が、うちの小春先輩に、二術で勝負しようなんて。よくそんな勇気あるね。頭おかしいんじゃない？エバラ小春、やる勇気あるのか？もちろん、受けて立つわ。でもね、今回は二術で勝負するけど、何か賭けがないとね。何をかけるつもりだ？同じに役を作って、質が悪い方が待てってことよ。待てた方はね、1年単。買った方の従者になるのよ。呼ばれたらすぐ来る、そういうやつね。もちろん、足まで洗わせるんだから。よし、かけよう。人公愛、かけちゃダメよ。人、ダメだよ、かけちゃ。人かの助動二術で勝負、しちゃダメ。どうして？エバラコ春は二術の名家の生まれなんだ。まだ若いのに、もう一級下等に死なんだよ。特にあの細くて長い指、二術をずっと鍛えてきたってすぐわかるよ。人、確かに天才だけど、二術はまだ始めたばかりだし、小春さんと二術できそうなんて、絶対に勝てないよ。安心して先輩。絶対に勝てるから。本当に勝てるの？小春かけよう。二術で勝負しようぜ。じゃあ、
白石執事に審判をお願いしよう。負けてもいいわけ。しないでよ。お前も同じだ。白石執事、お手数ですが、普通の2浪2つ用意して、小春と2術で勝負するんだ。では皆さんが同意したので、私が審判を務めます。どちらもnek州使用の2薬を一番よく使われる気脈にで勝負してもらいます。いいよやろう両者とも気脈にを練ってください。制限時間は1時間です。では、始め。この2棒は気脈火穴に繋がってるのよ。しかも私が使ってる火穴は火加減が一番いい場所なの。これでどうやって私に勝つつもり？どうしよう。人、やっぱりかけるべきじゃなかったよ。先輩、もう俺のこと忘れちゃったの。焦ってたから、人の実力を忘れてたわ。まさか青レシーを持ってるの？バレちゃったね。どう？怖くなった？うちの人、めっちゃすごいよ。別に怖くないし。私は19加藤西なんだから。最後は絶対私が勝つから。勝負は1時間後に決まるさ。ここで2術の勝負してる。白石執事、今回の対決、どうやって勝ち負けがわかるの？おさむ戦会では、2薬の品質は、タンクズ、劣等、普通上等、清涼、完璧、単門は7つのランクがあるんだ。後で2人の2薬を見て、どっちが品質いいか比べてそっちが勝ちだ。できた！さすが小春さんだ。この2の気脈には、全部1級普通品質だ。一度で、ここの5つもできるとは。やるなぁ。その通りだ今回は小春先輩が絶対勝つよさあ、召使いになる準備しとけよどうしよう。僕もできました。こっちもここの5つもあるのか。しかも2項まで漂ってる。嘘だろ。まさか、信じられない。どうしたの？人なかったって。これは。ありえない。9が限界なんだ。一つノロで作れるのは9個までだよ。私も人も同じだけ作ったのに、なんで人が勝ちで判定されるの？理由はね、人が作ったのは9個の気脈に、全部1級錠と右品なんだ。朝倉。人が作ったのは優等2薬だけど、あなたが作ったのは普通品の2薬だよ。だから、人勾配の価値だよ。ありえない。私は19加藤西なのに、どうして負けるの？朝倉、人みたいな新人に、見せて。二術専門の私でも、一つマロでできるのは、4、5個の1級錠と2薬だけ。人勾配。どうやって一つマロで9個も優と2薬を作れたの？俺だけの秘伝があるからさ。だよね。二術システム？はい。本長級二術システムは2薬の成功を理想倍にします。はい。本長級二術システムは2薬の成功を理想倍にします。1対2薬の連成なんて簡単なことです。今回の賭け勝負、勝者を発表します。紫霞峰の浅さな、人が勝ちました。なんで負けちゃったの？よかった。まさか紫霞峰が、今年新しく二術の天才を迎えるなんて。そうだね。朝倉、人の二術はエバラ小春よりすごいよ。感心するよ。おまさま20歳月エバラ小春親よりおめでとうございます。おまさま20歳月おめでとうございます。項を破りました。ご褒美として20レベルが1つ上がりました。20が1級中道にアップグレードされました。1級中道、追加報酬として、これからはおもさまの現在レベルに対応する。すべての味方が自動で解放されます。すべての味方が解放されたよ。じゃあこれから失われた古代の味方も、全部作れるのか？小春、負けたよね。そろそろ俺の下僕になるんじゃないの？小春先輩、絶対に承諾しちゃダメだ。そうだ。あなたは青目峰の弟子なんだから、卑劣な紫霞峰の奴らに下僕になるなんてありえないよ。どうせ約束を守らないって思ってたよ。言っておくけど、
これから青目峰の奴らは、俺に会ったら、俺を見かけたら、避けてて俺よ。約束を破る奴らとは話したくないからな。待て。小春、どうするの？ご主人様、参りました。小春先輩、なんで人様の付き人なんかになるんですか？黙れ。私に裏切り者になれって言うの？そんなことしたら、私の顔は立たないじゃない。賭けに負けてちゃんと認めるのは偉いな。君やるじゃないか。立ち上がって、これから俺の付き人になってくれ。もう膝もつかなくていい。まずいっておくけど、付き人にはなるけど、薬草を集めや荷造りはするけど、お茶を出したり、水を持ってきたりもするけど、どこを温めたり、一緒に寝たりはしないからね。よくそんなこと思えるね。心配しなくていいよ。そんな役目は君には頼まないから。それなら助かる。こうはいい。こうはいい。本当に彼女を付き人にするつもり？もちろん、彼女ワニが作れるし、これから色々助かるからね。やらない手はないよな。でも、小春は白霞まででいいよ。る人がたくさんいるんだよ。もし彼らが小春が君の付き人になったって知ったら、君にとって不利になるかもしれないよ。心配ないよ。何が来ても受けて立つさ。そんなことでビビってたら、おさむせんなんてやってられないよ。家に帰ってさつまいもでも打ってろよ。俺前は警察だったんだ。ビビってたらできない仕事だよ。ずっとそばにいなくていい。ステオンダマフを置いていって、俺が読んだ時だけ来てくれればいい。白石執事。これで合格ってことでいいですよね。危うく忘れるところだったよ。一公愛、君の二術は本当に、神業だね。これは西認定証だ。今日から、君は白霞宗認定の一級中等にした。ありがとう。それと、さっきくんが作った、この二つの気脈になんだけど、丹道に売ってくれないか。気脈に一つにつき、宗門貢献点一つつけるよ。もちろん。下級霊石で支払うこともできるよ。その場合は、霊石を渡すよ。貢献と思って？そう、宗門貢献点だ。宗門内の方も、津と交換できるし、同門の人と取引もできるよ。例えば基礎にとか。基礎に？あれって基礎になるのに絶対必要な2役だろ。どれくらいの貢献点が必要なの？この数字だよ。500。じゃあ、もう一回よ、そうしてみて。もしかして5000貢献点？なんと、5万貢献点。マジかよ、5万。5万貢献点？基礎に1個で5万貢献点もするのか。二術システム、今の自分で基礎にって作れるのかな？現在の主様の二術レベル。まだ作れません。よし、二術をしっかり磨かなきゃ。もっと二術を上げて、これからは基礎にとかを作って、2役で稼げるようにならないと。じゃあ、この気脈2を、貢献点に書いてもらえますか？いいですよ。気脈2を9個ですね。じゃあ、9貢献点に交換しますね。これからハニッショーを使って、貢献点を引き出せるようになります。盗まれることもないので、安心して大丈夫ですよ。他の人は、あなたの貢献点を使いません。これ、まるでオサム戦会のキャッシュカードみたいなもんだな。いいね。人、まず青岳庵に戻ろう。いい、ニュースがあるから後で教えるね。うん。やっぱり、紫霞峰はこれから盛り上がりそうだな。どんな良い知らせなの？そんなに秘密にするなんて。後でわかるよ。人、見て。2度だよ。これ、どこから手に入れたの？これ結構高そうだね。これは師匠の人にくれたものだよ。二術をしっかり身につけて、将来は上級の二師になってほしいって。まさか、今日いきなり一級中とウニ師になっちゃうなんて。白霞宗全体を見渡しても、君だけなんだよ。先輩、そんなに褒めないでよ。人、今日、君のおかげで紫霞峰が誇らしくなったよ。人がいなかった時は、私たち、すごく悔しい思いをしてたんだ。今日、小春を倒してくれて、やっと私たちも胸がスッキリしたよ。俺がいる限り、紫霞峰の弟子はもう誰にもいじめられない。安心して。先輩。ゆき先輩、どうしたんだろう。もういいや。まずは2を作って修行しないと。友様、おめでとうございます。おさむためがね、力力層に到達しました。悪くないな。
身を作って薬飲んで座禅してるだけで、いつの間にかレベルアップしてるし、おさむせんも案外簡単かもな。若様若様若様、俺たちのために、どうか力になってください。若様、なんとかしてくださいよ。安詩人。若様、子供の頃、一緒に瓜畑でイタチを捕まえたりしたよね。もう立ち上がって話そう。座って。はい。何があったのか話してくれ。実はですね、若様、浅田中野弟子たちは、ここ何年かで、次々と白霞胸に修行しに来てるんです。普段は俺たち数人で集まってるだけなんです。今日は月報が支給される日だったんです。霊石をもらったばかりなのに、黒鱗会に囲まれちゃって。黒鱗会。そうそうと、門生たちが、名も九条は交流団体ってことになってるんです。新入りの弟子を無理やり入会させて、入ったら貢献しろって言われるんです。入らないといじめられるんです。それって完全に黒社会だろ。呆れたな。このおさむ戦会にも、黒鱗会みたいな組織があるなんて。続けて。黒鱗会の頭は赤い虎之助って言うんです。朝倉かの弟子たちがみんなボコボコにされたんです。さらに2人を連れ去って下級霊石を500個出せば解放してやるって脅されたんです。でも、俺たちの月報は霊石なんてほんの少ししかもらえないんです。そんな大量の霊石、どうやって用意しろって言うんですか？許せない。宗門のろくでなしが朝倉かの弟子に手を出すなんて、それにリーダーの赤い虎之助も、俺は何もしてないのに何度も挑発してきやがって。若様、今どうしたらいいんですか？他の長老に相談してみますか？それとも先輩に間には言ってもらいますか？いや、俺たちは市民警備隊員だから、黒社会なんて全然怖くない。俺を連れて行ってくれ。黒社会だ。まだ動かないのか？若様、こっちです！そうだ、これから戦うし、エバラコ春も連れてきて。ねえ、小春。虎之助家、どう思う？朝倉陽斗って本当に来るかな？来ないなら白霞胸に居場所はないぞ。もし来たら、徹底的には滝の目してやる。言うことを聞かせてやる。黒鱗会の飼い犬にしてやるんだ。さすが虎之助様。ブカー！朝倉、人、来たのか！お前が赤い虎之助か？そうだ！俺はグレン道人の直弟子だ。赤い虎之助だ。前にお前が仲間をけしかけて、俺にちょっかい出してきたよな。今日は新旧の恨み。まとめて決着つけてやる。もう罠にはまってるのに、まだ気づいてないのか？朝倉陽斗、よく来たな、虎之助様が。たっぷり可愛がってやるぜ。若様、やばい！罠にかかった！俺が援護する！早く逃げて！心配いらない。来るって決めた時点で、こうなるのは分かってた。俺なら大丈夫だから。若様、俺が死なない限り、黒鱗会なんかに絶対に傷つけさせない。本当に遺体まみないとわからないやつだな。こいつらをちょっと懲らしめてやれ。虎之助家、任せてください。あいつらに人だけなら、片手で片付けてやりますよ。そうだ！俺たちは練り気なな。そうだ、あんな練り利きの雑魚なんて、楽勝で片付けられるぜ。油断するな。これは紫霞峰の奥義だ。紫霞巻だ。若様、気をつけて！この程度が、黒鱗はってのも、やっぱり大したことないな。人調子に乗るなよ。虎之助様が直々に相手してやる。虎之助様がついに出てきた！虎之助様はネイキ8層の実力持ってるからな。これなら絶対勝てる。俺のサテン剣も侮れないぜ。これなら人も楽勝だ。ビビってるなら道芸座して謝れ。それに下級霊赤百枚差し出せば許してやるかもな。夢見てんじゃねえよ。全然わかってないな。土下座しろ！若様！どうだ？
虎之助様の強さ、思い知ったか。虎之助様、早く片付けてください。俺の仇を撃ってくれ。心配するな。今すぐ片付けてやる。そんなバカな。ありえない。虎之助様がやられた。虎之助様。お前、君は草が言うことんじゃなかったのか。ああ、さっき六段になったばかりだ。くさ来い。黒鱗会の連中を全員集めろ。今日は絶対に朝から人をぶっ潰す。おい食え。役立たず小春。俺の黒鱗会と青目峰は別に恨みもないだろ。なのに朝、カラヒトの味方して俺を狙うのかよ。私のやることに口出ししないで。うちのご主人様を傷つけるなんて、昨日の飯までは気出させてやるよ。やれるもんならやってみろ。私がやれないことなんてある？みんな、やっちゃって。この無礼な虎之助を。ご主人様、ご命令通り、応援に参りました。小春。なかなかやるじゃん。ご褒美にこの2役をあげるよ。私、ご主人様の従者じゃないの？なのにご褒美もらえるの？もちろんだよ。従者は奴隷じゃないからね。君が俺のために動いてくれたら、ご主人様として、ちゃんとご褒美をあげるよ。やめてくれ。やめろ。朝田中の人間を離せ。早く、離せ。みんなは無事か？大丈夫です。若様が助けてくれました。ありがとうございます、若様。さあ起きて。うちの朝倉家の弟子を殴ったのか、この毛、どうしてくれるんだ。払うよ払うよ。賠償しろ。それじゃ足りない。自分で殴って取り返せ。これ受け取って、これで養生して、傷を癒してくれ。ありがとうございます、若様。ご主人様、この黒鱗会、どうしましょうか？そうか。黒鱗会の奴らを全部殺すのもな。じゃあどうすれば、黒鱗会を抑えられるんだ？あ、思いついた。ご主人様、何かいい方法ありますか？敵を利用して対抗するんだ。同校会を立ち上げよう。黒鱗会にいじめられた、外門生たちを、みんな入会できるようにして。つまり白鱗会を作るってこと？何言ってんのさ。そうしたら、赤い虎之助みたいになっちゃうよ。ほんとだ。この同校会は、助け合いが基本だ。誰かをいじめることはしないし、俺たちもいじめられることはない。普段は商売もできる。薬草屋に薬の販売もできるよ。会のメンバーなら、割引で買えるよ。こうやって優秀な人を集めるんだ。なんか良さそう。若様、この同好会、名前は何にするんですか？まさか白鱗はって名前じゃないですよね。よう明快に決めた。いい名前ね。じゃあ今すぐ、トモンでいじめられてる弟子たちに声をかけて入会してもらいます。じゃあ、私も青目峰に行って、ご主人様の陽明会のために人を集めてきます。みんな、ありがとう。若様、これはやるべきことです。ご主人様、行ってきます。朝坂人、こんな屈辱、許せない。もうお前とは絶対に相入れない。若様。たった数日で、うちの会には、数百人もの弟子が入会してくれました。じゃあ管理はしっかり頼むよ。会のルールは厳しくしよう。俺たちはトラブルは起こさない。でも、問題が起きても怖くない。はい。若様。まあ、うちの陽明会は、今は特にやることがありません。これは俺が作った行決にだ。会期にと紫元にもある。これを販売して、最初の会費にするんだ。会費が集まったら、最終や資料の任務を出して、みんなもやる気が出るよ。こんなに上等な2役がこんなにたくさん。さすが若様ですね。2役は全部持っていっていいですよ。
はい、若様。赤い虎之助と戦ってみて、弱点がさらに明らかになった。攻撃の技が全然足りない。胸像角で新しい技を探してみよう。師匠はさ、榊とは僕を殴っただけじゃなくて、師匠のことなんて全然気にもしてません。それに、師匠のことまで悪く言ってました。なんてやつだ。朝皿人。本当にとんでもないやつだ。長老様、報告です。朝皿人は今、胸像角に技を選びに行っています。朝坂人。このグレン長老を敵に回したら、どんな術も絶対に習得させないぞ。表像角って本がいっぱいありすぎて、どこから探せばいいんだろう。人怖い。先輩もここにいたんですか？師匠があなたが胸像閣に来るって聞いて、会う候補が見つからないかもって心配して、私に案内を頼んだの。なるほど、そういうことだったんですね。じゃあ、先輩、よろしくお願いします。いえいえ。どんなタイプの候補が欲しいですか？先輩、おすすめを教えてほしいです。私にぴったりの一級法術を、瞳術系や一級があれば嬉しいです。神鹿系や防御系の法術も。よく考えてるね。大丈夫。すぐ探してあげるよ。人怖い。ちょっと見てみて。この5冊、どう思う？ほら、幻目法、一級目術だよ。修練したら目がすごく良くなるよ。夜でも昼みたいに見える。幻術や小もみ術も見破れる。その通り。この瞳術を極めれば、物質のない武構造まで見抜けるようになる。西にとって、早く層の品質を見分けるのに、大いに役立つよ。これいいね。対虚域法。この術を使うと、自分の気配を完全に隠せる。他の収支は、紙式で探ることができなくなる。これもいいね。これもいいね。神念針法。19歳上級の紙式、攻撃術なんだ。紙式を針のように凝縮して、敵の子宮身を奇襲できる。遠距離から攻撃できるよ。これもいいね。霊大生命法、19極上の紙式、防御術だよ。青木兜法、19極上の防御法術だよ。先輩が選んでくれたこの5冊、どれもすごく合ってるよ。気に入ってくれてよかった。人勾配の賢さなら、きっとすぐに覚えられるよ。じゃあ今から手続きしてくるね。この5冊を借りるよ。さあ、四次執事、人勾配が、この5冊の候補を借りたいんです。ダメだ。この5つの術は貸し出しできません。どうしてダメなんですか？うちの勾配。朝坂人は紫かすみ同人の直弟子なんですよ。一級術を借りる権利があるはずです。この5つの術を修練したいなら、まずこの秘伝書と共鳴しなきゃいけません。だから貸し出しはできないんです。そんな決まり、いつからできたの？聞いたことないけど。これは胸像閣の特別な決まりなんだよ。君が知らないのも無理ないね。わざと意地悪してるんでしょ。信じないなら私が。グレン同人と西園寺執事は仲がいいんだ。あいつがいる限り、人なんて、まともな術なんて絶対覚えられないさ。西園寺執事、さっき言っていた術と共鳴するって、どういう意味ですか？そんなことも知らないの？紫かすみ峰の弟子は、本当に無知だな。あんた、よくも紫かすみ峰を侮辱してくれるね。うちの先生を舐めてるの？弟子のことを言っただけだよ。師匠のことは言ってないから。まあいいが。人が新入りだから、特別に。説明してやるよ。術との共鳴っていうのは、この秘伝書と霊力がつながることだ。共鳴した人は、その術を自動的に覚えて、すぐに使いこなせるようになるんだ。絶対ありえない。白かすみ宗は創立されてからずっと、誰かが術と共鳴したなんて、そんな話、聞いたこともない。共鳴できないなら、修行者として資質が足りないってことさ。この術を修行する価値もないんだ。人がどんな術を学ぶかは自由なんだから、なんで邪魔するの？規則だから話し合いの余地はない。あんた！先輩、あいつ、わざとだよ。誰かがまた邪魔してるんだろうな。怒らなくていい。俺に任せて。西園寺執事。要するに、
俺が術と共鳴できれば、その術を修行できるってことですね。そよし、見てろよ。う。何をする気だ？当然だよ。奇跡を見せてやる。若様、物をお持ちしました。そんなのありえないだろ。若様、道具を持ってきました。なんでニロをここにはこび込んだんだ？早く外に出せ！表像核ってニロを使っちゃいけないっていう決まりはないよね。それはそうだけど、でもニロ、ここに持ち込むなんて、ここは2を作る場所じゃない。宗門の規則で禁止されてないのに、なのに君はダメって言うの。なんで？君は宗門の規則より偉いのか。ちょっと、そんなこと言うなよ。俺はそんなこと言ってないぞ。じゃあ俺が2を作るところをしっかり見てろよ。さあ4時出時。また理由もなく邪魔したら、長老を呼ぶからね。ちゃんと判断してもらうよ。はいはい、勝って似合れば、どうせくだらない2役だろ。人が逆転できるとでも思ってるのか？一公は2役を飲んで、広報と共鳴できるなんて、今まで聞いたことないよ。奇跡が起きてほしいね。システム、この5つの候補と共鳴できる似方を頼む。問題ありません。この5つの似方はすべて上古の失われた似方です。それぞれ、鋭めに、加盟期に、神念に、宝森に、鉄兜にです。システムが調整しました。未役の生成に必要な珍しい薬草や絶滅した薬草をよくある薬草に全部置き換えました。わかった。2を作り始めるぞ。あの朝坂人、何をしようとしてるんだ。まさか胸像核で2を作るなんて。よくそんなこと思いつくな。無駄なことしてるな。ただのピエロだよ。諦めに完成だ。一公愛。諦めになんて初めて聞いたよ。どんな効果があるの？もちろん、目が良くなるさ。おめでとうございます。主様、諦めにを服用しました。視力が大幅に向上しました。瞳、術と共鳴できるようになりました。広報と共鳴？そんなことあるわけない。これが広報共鳴だったんだ。人、公愛。また新しいことを教えてくれたね。若様、マジですごいです。ちょっと2を作っただけで、広報と共鳴しちゃうなんて。なんだよ。くそ。人のやつ、なんで毎回こんなについてるんだよ。まさか人がホラゲンメ法と共鳴を起こすなんて、もう止められないな。まあ、問題ない。他の強い候補は、きっと手に入れられないだろう。一公愛？今度は何の実を作るの？これは浄古に役立加盟期に。これを飲めば自分の正気や気配を完全に遮断できるんだ。退去域法と組み合わせると最高なんだ。なるほど。加盟期にを飲めば、退去域法と共鳴できるんだ。さすが。何言ってんだよ。浄古の味方とかさ。そんなの聞いたことないぞ。まったくさ、適当に2役使って、広報と共鳴できるとかさ。それじゃまるで1000人だよな。若様、若様の気配が全然感じられない。脈も呼吸も全然ないよ。
目の前で見てなかったら、若様が本当にここにいるって信じられなかったよ。医師になったのかと思った。亀池にの効果すごいな。対虚域法、まだ認めてくれないのか。また人が後方と共鳴したのかよ。ありえない。後方共鳴。今まで一度も見たことがない。こんな短い間に2回も目の当たりにするなんて。朝から人って本当に人間かよ。人勾配。また新しい候補と共鳴したんだね。人勾配。体温が全然ないけど、どうしたの？収め。また共鳴だ。若様、この候補信じられないくらいすごいです。習ったばかりなのに、もう自由に使えるなんて、マジで強すぎる。これが後方共鳴のいいところさ。共鳴さえすれば、その後方も、すぐに身につけて使いこなせるんだ。じゃあさ、私たちも亀池にを飲んだら、高レベルの候補をまとめて、覚えられるってこと？多分無理だよ。それはね、自分の霊ネ野菜脳によるから、誰でも簡単に共鳴できるわけじゃないんだ。期待して損しちゃったね。そうとも限らないよ。誰でも、俺の2役で共鳴できるわけじゃないけど、でもこの2役を、陽明会で売りに出せばいいんだ。他の人を引きつけて、陽明会には行ってもらうんだ。いい方法だ。朝倉陽斗には、もう共鳴させるな。動くな。その秘伝書、どこに持っていく気？出自なのに、規則違反するなんて、秘伝書を隠すなんて。整理してただけなんだ。余計なこと言わないでよ。人勾配。さあ、四次が怪しい動きをしてる。急いで、この3冊も共鳴しちゃって。了解。若様、普通の人は一生で共鳴なんてまず見られません。でも若様は5つの2役を次々作って、5回も共鳴したんですよ。白霞胸で一番すごい人ですね。そんなもんじゃないよ。人勾配は、きっとこの大陸で一番だよ。西園寺出自。朝倉陽斗にはもう共鳴させるな。このままだとどんどん強くなる。そうなると始末しづらくなる。人勾配。今のうちに、あと何冊か共鳴しちゃって、急いで。朝倉陽斗、今すぐ蔵計画から出ていけ。ここは閉める。あんたが閉めるって言ったら、すぐ閉まるのか。ここは蔵計画だ。私の言うことが全てだ。誰か、朝倉陽斗たちを叩き出せ。やめなさい。まずい。紫霞道師匠様、西園じいさんがご挨拶申し上げます。師匠、西園じいさんが、私と人勾配をずっといじめてきました。人勾配が候補を借りるのも邪魔して、何度も繰り返し、私たちを困らせてきたんです。西園じいさんを、よくもそんな大胆なことを。違います。5回です。全部5回です。私が何も知らないとでも思っているのか？お前とグレンドージンがつるんで悪事を働いていることも、普段のちょっとした悪さなら多めに見てきたが、だが今は、私の大事な弟子たちをいじめるなんて、どんな罪になると思う？紫霞道人様、もう仕訳ありません。どうか今回だけはお許しください。死罪は免除する。生きている限り罪は逃れられぬ。宗師に報告する。今よりお前を解任し、調査する。誰か来い。さあヨンジーサオ、と報道をへつれていけ。師匠、守ってくださってありがとうございます。師匠として当然のことよ。まさかこんなことになるとは思わなかったわ。こんなに早く成長するなんて。たった数日しか経ってないのに、もう最初のグループの19西になったなんて。しかも後方の共鳴を5回も起こしたなんて。こんなこと、今まで誰もやったことがないし、これからも誰もできないでしょうね。全部師匠のおかげです。教え方が素晴らしいからですよ。これはうちの家族で、一番有名な2級上等の霊切り茶です。ずっと飲み続けると、新婚を養ってくれるし、美容にも効果がありますよ。弟子がこんな心遣いをしてくれるなんて、師匠として本当に嬉しいわ。そういえば、あと4年で、宗門の基礎大会があるのよ。うちの、しっかり修行してね。
うちの紫かすみ峰が誇りを取り戻せるかどうかは君次第よ。僕は必ず師匠の期待に応えます。すぐ戻って修行に入ります。いいわ。困ったことがあったらいつでも私を頼ってね。一子はい、私も戻って仕官して修行するよ。二級上等にし、二挑戦するんだ。へえ、先輩の二術の修行って、もうそんなに進んでたんだね。それなら、先輩の昇級応援してるよ。ありがとうね。そろそろ自分も戻って、しっかり修行しないとな。おめでとうございます。主様がひねり坂7層に突破しました。誰だ？どこの化け物だ？もう、ご主人様ったら、なんでそんなに強くするの？お尻が潰れちゃうよ。こんなや宙に寝ないで。なんで俺を驚かせるんだ？腰が、もう、痛くてたまらないよ。早く気脈にちょうだい。傷を治したいの。もういいって。そんなふりしないで、別に強く押したわけじゃないよ。2役が欲しいんでしょ？はい。どうぞ、食いしん坊、受け取って。ありがとう、ご主人様。ちょっと、何してるの？ありがとう、ご主人様。女の子なんだから、俺は男だし、簡単にキスしちゃいけないだろ。何がダメなの？気にしすぎだよ。なんでそんなにケチなの？俺がケチ。そうだよ。じゃあ、キスし返してよ。私はあなたみたいにケチじゃないもん。ここだよ、キスして。お願い。ちょっとだけなら木だよ。ねえ、キスしてよ。もういい、もういい。君に付き合わないよ。そろそろ部屋に戻って寝ないの？寝れないの。ご主人様と一緒にいたい。俺たちの1年の約束、もうすぐ終わるよ。自由になれるよ。もうご主人様って呼ばなくていい。絶対に嫌。ご主人様って呼ぶんだから、私を追い出そうなんて無理だから。そこまでしなくてもいいのに、もう僕の従者でいるのが当たり前になった。私、一生懸命修行してるのになかなか強くなれなくて。でも、あなたと一緒にいるようになってから、いつも2役をもらえるんだ。たった1年で、教会の2つも上がったんだ。もちろん、あなたについていくよ。あなたの一番忠実な従者になるんだから。しょうがないな。もう好きにして、そろそろ修行始めるよ。邪魔しないでてくれればいい。まだだよ。おもさま、おめでとうございます。紙式が誕生しました。これが練力後期か、紙式が生まれたのか。やっぱり紙式ってすごいな。しかも、周囲を探れるし、物を操って攻撃もできるし、二術にも役立つし、危険も予知できるし。本当に使い道が無限だな。でも、今の紙式は、まだ一丈の範囲しか感知できないんだよな。修行が進めば、まるで全てを見渡せるようになるんだ。基礎に達したら、紙式は百丈まで広がる。キム誠大野の紙式なら、数十里も覆えるらしい。いつの日か、この天地を、俺の歩みをもう縛れないようにする。お前は本当に、何て言えばいいんだか。
ご主人様、なんで私にこんなことするの？これからどうやって道を見つければいいの？変な想像しないでくれよ。本当に何もしてないから。ただ布団かけてあげただけだよ。それに、本当にさ、寝相が広すぎるよ。布団蹴るし、いびきかくし、よだれまで垂らしてるし、俺の修行の邪魔になるよ。ごめんなさい、ご主人様。うっかり寝ちゃった。今すぐ戻って道支度するね。一公愛。まさか、交互春と一緒に。僕と小春はやましいことなんて何もないんだ。ゆき先輩、誤解しないで。誓ってもいい？誓わなくていいよ。私、君のこと信じてるから。一公愛。君は誠実で、修行に真剣だから。きっと他のことに、気を取られて、恋愛とかにうつつを抜かすことはないよね。こんな朝早くに来て、何かあったんですか？もうすぐに、九条東西に挑戦するんだ。もしに雷公に会ったら、命も修行も終わるかもしれない。だから、挑戦する前に、君の顔を見に来たの。これ、私が二術についてまとめた心得なの。もし私が不幸にして命を落としたら、この心得は、君への先輩からの形見と思って受け取ってほしい。ゆき先輩、どうしてそんなに悲観的なんですか？最近まぶたがずっと痙攣してて、何か悪いことが起きそうな気がして。だから、万が一に備えて君に伝えておきたかったの。後で後悔しないように、後悔だけはしたくないから。先輩にはいつも世話になってるし、放っておくなんてできない。僕が先輩のご保護をするよ。ダメよ、危険だから。こんなことで怖がってたら修行なんてできないよ。もうやめて、先輩。僕の気持ちは決まってる。僕が行かなかったら、心の間が残るかもしれない。それじゃあ、これからの修行に支障が出る。うん、いいよ。ありがとう、人。本当にありがとう。これからには練ります。もし状況が悪くなったら、必ず自分の身を守ってね。先輩、安心して、様々な荷を用意したから、先輩のご保護をするよ。人が手伝ってくれるから、今日こそ、きっと順調に突破できると思う。2が形になってきた。この調子で続ければ、今回、順調に昇格できそう。ユキが昇格に挑んでるに九条と西を目指してる人もいるとはな。あいつら、結託して、俺には向かうために組んでやがる。ちょうどいい機会だ。まとめて2人を消してやる。短歌みなり公を引き起こしたぜ、ひろゆき。まとめてあの世平家よ。まずい、短歌みなり公だ。すごい、やつだ。すごい、こんなに雷公、100年以上も現れてないよね。本当に見たことないよね。普通のに雷公なら、集中里にしか影響しないし、雷は3回だけなんだけど、今回は規模が全然違うね。もしかして、この二道の道門が2回の極上霊にを作ってるのか？見て、最初の雷公が来るぞ！すごい太い雷公だな、ユキ。どうやって切り抜けるか見てやろう。先輩、気をつけて。怖い！もういいから、早く逃げて。先輩。もうダメかもしれない。怖い。早く逃げて。ダメだ。俺は先輩を守るために残る。なんでそんなに無茶するの？先輩、少し休んで。システム、どうやってに雷公を切り抜けばいいんだ？桃様は、その場でに吸入薬を作って、雷公を自分に引き寄せて、そのまま体で受け止めてください。これって俺も危険なんじゃ、本当にやらなきゃいけないのか？時空は変わっても、俺は変わらない。特殊警備隊だった自分を無駄にしたくない。
困ってる人を助けるのが俺の使命だ。システム、2薬作りを助けてくれ。もう時間がないニロの、準備は不要。重様は素手で2級2役のひな形を作るだけでいい。手で作るってことか。よし、両手を2にして2薬を作ってやる。怖い。何やってるの？早く逃げて！人怖い。本当にバカね。もし今回生き延びられたら、私、一生あなたを信じてついていくわ。ついに最後の雷コーンが汚い。人、自業自得だ、もう助からないぞ。ユキと一緒に、ハイになっちまえ。霊大生命法、青木兜法、守る。やっとこの厄介者どもを消すことができた。え？ありえない。まさか朝倉陽斗が N まで生きてるなんて、神様は見てないのかよ。やっと雷コーンを乗り越えたな。重様、おめでとうございます。雷コーンの3分の1を乗り越えました。すでにを連成しました。1級上東西に昇格しました。今後、1級2役を連成するときは、時間が半分になります。重様は、危機の時に特殊技能を習得しました。すでにを連成。これからは一般的な2役なら、すでにを連成できます。ニロに制約されません。単価雷コーンを乗り越えた後で、こんなにいいことがあるなんて、まさに怪我の巧妙だな。命を救ってくれて、本当にありがとう。そんなに遠慮しなくていいですよ。早く、どんな2役ができたか見てみて。2つもできてる。しかも、2級極品の紫ヨーニだなんて。こんなありえない2役3段にしても、なかなか作れないよ。先輩、本当に銅の天才だね。褒めすぎだよ。京くんが助けてくれなかったら、私、もう生きてなかったかも。君、この2役を、君に送るよ。いや、ダメだよ。これは貴重すぎるよ。もらうわけにはいかないよ。いいから、受け取って。君、命をかけて、助けてくれたんだ。私、全部くんなものだよ。紫ようになんて、言うまでもないよ。じゃあ、ありがたくいただきます。今日は、怪我の巧妙だね。もし大丈夫なら、今日、私と一緒に、丹道に行って、紫ようにを提出しよう。じゃあ、行こう。先輩、どうぞ先に。先輩、どうぞ。お前らに俺から、本来俺のはずだった名誉を横取りしやがって、いつか必ず取り戻させてやるからな。ほら見て。あの人、さっき認定されたばかりだよ。二級城と鬼師の白石行きだ。隣の朝倉陽とも負けてないよ。どうやら、広報を一目見ただけで覚えちゃうらしいし。しかも1日に5回も広報の共鳴を起こしたんだって。まさに白髪見胸のナンバーワン天才だよ。トップの天才って言われてる。あのニ、本当にお似合いだよね。だから宗門のみんなが二人のことを、紫霞峰に同窓すぐるって呼ぶんだね。人全然気づいてなかったけど、もう二術の後期には行ったのね。しかも、一級上等に死に昇格したんだね。うん。でも先輩と比べたら、まだまだ及ばないよ。それは違うわ。私の方が先に入門したんだから、私たちが初めて会ってから、まだ1年しか経ってないのに。人の成長ぶりは本当に驚くほど早いわ。いずれ、人の治むためと二道は、きっと私を超えるわ。運が良かっただけさ。先輩、褒めすぎだよ。そんなことないよ。人は、本当に運に恵まれてる人だと思う。人と一緒にいると、私まで運が良くなった気がするの。実は、むしろ先輩のおかげで運が良くなったんだよ。人、ほんと君は相変わらず謙虚だね。でも、一つ言わせてもらうね。薬も毒になることがあるから、ちゃんと頻度を調整してね。服用のペースを急ぎすぎて、将来に影響が出ないように。
二術システム、薬を飲んだら副作用とか出るの？心配ありません。システムが自動的に、2薬の毒性や副作用を消去します。重様が2薬を飴みたいに食べても何も問題ありません。これで安心だ。今日はお祝いの日出ししと。私と一緒に外で飲みに行こうよ。ゆっくり楽しもう。俺も行きたいと思ってたよ。いいよ。じゃあ、出かけよ。人。乾杯。さあ。先輩は治むためが高いのに、お酒には弱いんだね。まあいいか。誤解されそうな場面だし、服を脱ぐのはやめとこう。先輩、こちらへ。先輩。あなた、怖い。昨日、わざと飲みすぎて、記憶がなくなるほど酔っちゃったのに、こうははいは全然手を出してこなかった。まさか、私って魅力ないのかな？あれから先輩と酒を飲んでから戻って2年は、ひたすら修行して、ついに気脈境の頂点までたどり着いた。さらに上を目指すと、次は基礎だ。重様、今、基礎任務を開始します。重様が基礎に成功した場合、神秘の道体が目覚めます。さらに、対応する進行も手には入ります。この報酬やばいな。絶対に基礎を成功させる。でも、基礎に挑むのは、本当に初めてなんだ。全く経験もないし、やっぱり師匠に聞いてみよう。師匠、ちょっとお話ししたいことがあってきました。もうすぐ宗門大会だ。修行しなくていいの？私に何か用なの？師匠弟子はもう気脈境の頂点までたどり着きました。わざわざ師匠に基礎のコツを教えてもらいに来ました。今、なんて言った？入門してまだそんなに経ってないよね。まだ4年も経ってないのに、もう気脈境の頂点まで来たのか？私、テンプレーネの弟子を持っちゃったのかな？師匠、僕の修行の進み具合って、そんなにすごいんですか？違う。そんなもんじゃない。ありえないくらいすごい。4年で頂点にたどり着くなんて、白霞宗で、1000年に一人の逸材よ。人、お前は本当日照の自慢だよ。紫霞宗もこれで盛り上がるわ。師匠、そんなに揺らさないで、体がバラバラになっちゃうよ。すまない、師匠。ちょっと興奮しすぎてしまった。それなら、うちの最高の天才で滋賀基礎に挑むんだから、師匠として出し惜しみなんてしないよ。紫霞宗の全てを使って基礎を成功させるために全力で手伝うよ。これは、青八巣同士だ。貴族性の最高級の基礎用霊物だ。うちの元駒境の階層が残したものなんだ。君の小玉根をちゃんと補ってくれる。紫霞宗の中で、これを持てるのは君だけだ。これは、南明碑だ。アマチー誹謗で9番目には言ってる。
師匠は9年もかけて、この南明妃を従わせたんだ。これは二術師たちがずっと憧れてきた宝物だ。君の比例根を強くしてくれる。これは完璧な品質の基礎にだ。師匠が自ら錬成したんだ。スクモトの成功率を5割も上げてくれるんだ。もし基礎が不安定だと感じたら、すぐに服してね。あ、そうだ。これも渡しておくね。千年霊父だよ。すぐに法力を回復できるんだ。受け取って。どれも本当に貴重な宝物ばかりです。特に青葉実同士は、南明妃も、白霞胸の中でも足りない唯一の宝物です。師匠のご恩は山よりも重いです。弟子人が心よりお礼申し上げます。師匠が僕を育ててくれたこと、いつか100倍に返します。もう立っていいよ。恩返しなんて考えなくていいよ。そんなことしなくていいから。本当に思ってるなら、もっと紫霞峰の名を挙げてほしい。外の人にいろいろ言われないようにね。師匠、心配しないでください。いつか必ず紫霞峰の名を治戦会に響き渡らせます。基礎を築くときは、途中で誰かに邪魔されるのが一番いけないんだ。白霞胸の中には不正なものもいるから、警戒が必要だ。いっそのこと君は、ここで基礎を築きなさい。私が直接守ってあげるから。ありがとうございます、師匠。宝物はちゃんと持っておきなさい。私についてきて。はい。師匠。宝物は人にやっちゃダメだ。星宮日。何しに来た？師匠、あの4つの宝は紫霞峰の師匠だ。全部一後輩にやるなんて、ありえないでしょ。人は天賦がずば抜けてる。この4つの宝を受け取る資格がある。そもそも、私の宝は、誰に渡すかは私が決める。師匠、それはひいきじゃないですか。この不届き者、何を言うんだ。師匠、さっきは興奮してしまいました。他の3つの宝は別にいいんですが、でも南明妃だけは、僕にとって必要なものなんです。俺こそ、紫霞峰の史跡弟子だし、経歴も実力も、当然俺にくれるべきだろ。だからは、もちろん、一番天賦のある弟子に渡すよ。人こそ、紫霞峰の未来だ。私が彼に渡すのは、それのどこが悪い？俺だって人に劣ってない。3年前にはもう基礎大会突破してるし、しかも2級中等にしてもある。どれを見ても、人より優れてるだろ。人は入門して、まだ4年、も経ってない。なのに、もう君は草界の頂点にいるんだぞ。お前は何年かかった？私が言わなくてもわかるだろ。師匠、黙りなさい。またごちゃごちゃ言ったら、壁に向かって反省しなさい。星宮日みたいな奴は、俺がうまくいくのが許せないんだ。こういう奴には、やり返せばいい。面を食らわせれば十分だ。師匠、星宮日先輩が、俺が師匠の宝をたくさんもらうのが気に入らないなら、じゃあ俺が、彼と勝負するだけさ。そうだ！人と天賦で勝負する！俺の方が先輩だし。だから、不公平にはならない。比べよう。紫霞峰が一番と悔いな。荷造りだ。やるの？本当にやるつもり？やると決めました。師匠、心配しないで、星宮美先輩に勝てないなら、俺には、師匠の宝をもらう資格なんてないです。よし。2人で荷造りで腕比べしなさい。人は1級2師だから2人とも。それぞれ1級2を作ってみなさい。早くてうまく作った方が南明妃を手に入れる。よし！師匠の言葉は嘘じゃない。すぐに一勾配と、荷造りで勝負だ。先行1本分の時間で勝負よ。俺のニロハストに置いてある。今すぐはこぶよ。準備してて助かったな。ニロハもう運んであるし、人はニロを取りに行かなきゃならない。その分時間がかかるはずだ。しかも俺の方が荷造りの経験もあるし、この勝負は絶対俺が勝つ。このニロがあれば、人よりも早く荷造りを始められる。ありえない。ニロも使わないなんてどういうこと？これで20って言えるの？2を作るのにニロが必要だって、誰が言ったんだ？そういえば、それは私が言ったかもしれません。すみません、師匠。今の発祥のことじゃないです。今は黙ってて、未術に集中しなさい。私は信じているから。はい、師匠。星宮日、目立とうとしてるだけだろう。今から二術を始めるぞ。お前に教えてやるよ。これが二道の正統ってやつだ。
一勾配、素手でにを作るなんて。二道の新しい時代を切り開いたな。さすがが深澄宗の最も才能ある弟子だ。きっとすぐに楽々と私を超えるだろう。師匠、星宮先輩と人後輩が、なんでここで二術してるの？私が人に四つの方もつを渡したんだ。星宮はその中の南明碑が欲しくて。だから二術で勝負することになった。勝った方が南明碑を手に入れるんだ。そういうことか。人後輩、頑張って。ユキと人つるんでやがるな。覚えてろよお前ら。人、ほんとバカだな。わざわざ複雑な二役を作るなんて。俺は、一番簡単な正元二を作ってるんだ。二を作る時間も、人より4割も早く終わるんだ。南明碑は、もうすぐ俺のものになる。二役よ出てこい。師匠、二役できました。やったね人、後輩、おめでとう。これ、ありえない。桃様、おめでとうございます。システム機能が発動しました。練炭時間、半分になりました。19尾和谷の作成に成功しました。師匠、俺も2役を作り終えました。人とほとんど変わりません。遅いものは遅い。今回の対決は、浅田な人が勝者だ。師匠、この練炭勝負は時間だけで決めるんじゃなくて、効果もちゃんと見てよ。ありえないよ。人がこんな短時間であんな複雑な2役を作れるはずがない。星宮日忠告しておくよ。効果なんて調べない方がいい。もし調べたら、もっと惨めな結果になるぞ。ふざけるな。効果だけで勝負しよう。俺みたいなに9中東西が、19西のお前に負けるわけがない。星宮ディ。男なら、勝っても負けても堂々としろ。そんな無茶なことをするなんて、俺が教えたこと忘れたのか。師匠、星宮先輩がまだ納得していないなら、効果を比べてみましょう。負けを認めない人には、きっぱり諦めてもらいましょう。その通りだ。効果で決着をつけよう。わかった。じゃあ2役を提出しなさい。星宮日。お前が作った2役は、192役の中でも加藤の土か元にだ。虫除けくらいしか谷効能はない。僕普通の2役だ。これ、一級上等の美肌煮じゃないか。しかも完璧な品質度だよ。あの伝説の、美容も若返りもできて、肌まで潤う美肌煮なの？でも、このレシピって、もうとっくに失われたはずじゃなかった？その通り。まさに失われた美は谷だ。偶然。古式の美顔にのレシピを手に入れて、今日、ちょうどに粒作ることができました。1粒は師匠に、もう1粒はゆき先輩に、鬼人に、いつまでも若々しく、美しく健康でいてください。ありがとう、人後輩。心遣いが嬉しいよ。とても気に入ったよ。星宮里。これで負けを認めるしかないだろう。やっぱり信じられない。ずっと失われていた2役のレシピが。なんで急に出てきたんだよ。絶対に人がわざと噂を流して2役の効果を持ってるんだ。星宮日。もうごねるのはやめなさい。師匠、私は人後輩を信じています。私が効果を試してみます。わかった。じゃあ、星宮日をきっちり納得させてやって。師匠、肌が本当に良くなったみたい。本当に肌が潤う。やっぱりすごいわね。私も今度飲んでみたいわ。これで今回の勝負は人が勝者だ。南明碑を授ける。ありがとうございます、師匠。なんでこんなことになるんだ。人。絶対に許さない。人師匠についてきなさい。私が基礎のコツを教える。はい、師匠。人、頑張ってね。絶対に基礎修行はうまくいくよ。人。俺の南明碑を奪いやがって。基礎修行を台無しにしてやる。人基礎修行って何かわかるか？基礎っていうのは物事の根っこだよ。気づくっていうのは土台を作ることなんだ。これは生命の本質が変わる瞬間。ただの肉体がおさむ線の道の扉を初めて叩くんだ。そうだ。今日は基礎修行の肝心な部分を説明しよう。基礎修行は全部で4つの段階がある。まず最初は憎みの段階だ。これは修行者の身体の強さを試すものなんだ。次は法力の段階だ。気脈収支は体内の霊力を基礎修行の液体状態に変える必要がある。
それで初めて成功となるんだ。三つ目は神式の関門だ。ここでは神式の強さが問われるんだ。四つ目は最も危険なのが心魔の関門だ。心魔。心の奥深くに潜む、一番恐れているもの。そうとは限らない。心魔って形もなく姿もない。魂の奥底に潜むものを映し出す。魂の奥底に潜む最も暗いもの。最も渇望するもの。最も向き合いたくない場面。これは自分の同心で、しっかりと守り抜くしかない。誰も助けてくれないからね。しっかり覚えました。それから、同じ筑本修士でも道元でも大きな違いがあるんだ。一品二品。三品の道元は上品堂本になるんだ。順調に行けばキム誠になれるよ。四品、五品、六品は中止な堂本だ。七品、八品、九品は下品堂本だ。ちなみに、この下品堂本は、ほとんど成長の望みがないんだ。私の弟子なら、やらないなら、やるなら、無敵の一品堂本を築くんだ。師匠の教え肝に銘じます。必ず、無敵の道元を築きます。師匠の恩に恥じぬよう。いいぞ。君ならきっとやれる。さあ、基礎修行を始めなさい。これは幻信仰の粉末だ。これを使えば、修行者の心魔が倍増するヒット。心魔に取り込まれたら、きっと同心は粉々になって、ただの役立たずになるさ。青八つ同種。受難名碑。小玉根と比例根を補う。霊気が液化した。もう三つの関門をクリアしたの？しかも基礎にも飲んでないなんて、人の才能って。すごすぎて怖いくらいだよ。心魔の咳も無事に乗り越えてほしいな。期待してるよ。これで基礎ができたな。楽すぎるじゃないか。先輩は君のこと好きなの？先輩のこと好き？先輩、僕は。ご主人様。小春がお世話します。君って本当に天才だね。ずっと君に憧れてる。君のこと、すごいと思ってる。君のものになりたい。一口愛でしょう。師匠、どうして？ご主人様。ご主人様。でしょう。翔はお前の一番好きだよ。君。先輩は君のこと好きなの？人は心魔に飲まれてるな。もうすぐ魔に染まるぞ。師匠と先輩がそんなことするはずない。退散しろ。人が心魔を突破した。ありえない。なるほど。だからあんなに多くの天才が、心までみんな倒れたんだな。マジで怖いわ。
今日は高らかに叫ぶ。ついに畜本を果たした。実月さえもう動かして、新しい時代を切り開く。俺の法力と資質が、何十倍以上にアップした。おさむ線の基盤が、できたぞ。殿様、畜本に成功しました。おめでとうございます。枯れ栄えタイトセットの候補を授けます。寿命が303年伸びました。小栄えたいか。生死が巡るんだな。枯れて栄える。交互に繰り返すのか。なんてすごい現象だな。誰なんだろう。天才が畜本してるのか。しかも一品同世界だ。あっちの方だ。紫霞峰みたいだな。紫霞峰か？あそこって二術をやる場所じゃなかったっけ？あんな天才弟子がいるなんて信じられないな。わかった。間違いなく朝倉陽斗だ。宗門でこんな異象を起こせるのは彼しかいないよ。すごいな。紫霞峰が、これから盛り上がるな。10年も誰にも注目されなかった畜本した途端、一気に有名になった。基礎にも使ってないのに、俺の天賦って、悪くないよな。くそ、朝倉陽斗。お前と差し違えてやる。やばい。将が来るぞ。朝倉陽斗。今日は見逃してやる。おもさま、おめでとうございます。枯れ栄えタイとともに絶技を習得しました。枯れ栄え指を習得しました。小栄指です。これってすごい必殺技なの？めちゃくちゃ強いよ。一段小栄指だ。おもさまの寿命を10年使って、敵の寿命を1年奪えるよ。え、そんなシステム、つまり、俺の寿命を10年分使って、他人の1年分と交換するってこと？その通り。敵にちょっとダメージを与えて、自分が大損するだけじゃないか。10対1で交換なんて、そんもいいとこだよ。技は型通りだ。でも、人は工夫できる。結局は、おもさまがどう使うか次第だ。待てよ、小栄指か。普通なら、自殺行為みたいなもんだよな。意外な効果が出ることもある。例えば、寿命がもうすぐ終わるような、年寄りの化け物に使えば、指一本でじいさんを倒せる。いける！弟子よ。本当に一品の道元を築き上げたんだな。キム誠どころか、元ごま境まで目指せるぞ。師匠が教えてくれたからこそです。これは君自身の努力の賜物だよ。もう私が若かった頃よりずっと強くなったな。いや、白霞宗の弟子たちの中でも君が一番すごい。君は宗門で最速の道元記録を作ったんだ。本当にすごいよ。師匠がしっかり教えてくださったおかげです。そうだ。これは私がまとめた基礎修行の心得だ。この中には私が基礎修行を始めた頃から頂点に至るまでの修行で得た経験や気づきがまとめてあるんだ。それと、君にぴったりの修行の秘伝術も書いてあるよ。ありがとう、師匠。それから基礎大会は半年後に開催される。その時、宗門の畜本修士の上100人が、原点ひいきにはいる資格をもらえるんだ。君、必ずその資格を手に入れて、ひいきには行ってたからを探してきなさい。きっと、君のためになるよ。原点ひいき？そうだよ。原点ひいきっていうのは、1万年前に家臣の王の社が最後を迎えた場所なんだ。噂では、彼が最後を迎える前に、驚異的な術を使って自分のホラフを虚空に封印したらしい。ここは特別な場所なんだ。筑本修士しか入れないんだよ。中にはすごいチャンスが待ってるからね。はい、師匠。絶対に頑張って上位を目指します。原点ひいきに必ず入ります。師匠、一公愛。師匠。一公愛、一品の道元を築いたんだね。おめでとう。ありがとう、先輩。一公愛。この期間はしっかり修行に励んでね。師匠から聞いてるよ。私が君と一緒に基礎大会に参加するように言われたんだ。基礎中期まで修行しないと安定して上100人に入れないよ。はい。これからの数日間、しっかり修行します。先輩もちゃんと見ててください。一緒に頑張ろう。どうやら、私の紫霞峰ももうすぐ、めでたいことがありそうだ。私も師匠として2つも贈り物を用意しなきゃ。プレッシャー感じるな。まさか朝皿人が基礎を築くなんて、これじゃもう復讐なんてできないじゃないか。方法がある。朝たな人を対処できる。誰だ？
あんた、紫かすみ峰の星みやび先輩だろ？何しに来た？そりゃそうさ。俺たちの共通の敵、朝倉人を狙うためさ。朝倉、陽とはお前の後輩じゃないのか？そいつをやっつけるつもりか？あいつは俺の師匠を惑わせて、俺のものだった宝を奪いやがった。本当にあいつを、皮を剥いで、筋まで抜いてやりたい。敵の敵なら、味方ってことか。でも、お前のことは信用できない。今日俺が言ったことを全部外に漏らしたら、紫かすみ峰にはもう、俺の居場所はなくなる。俺の人生も名誉も終わる。これで足りないのか？よし、とりあえず信じてやる。俺を訪ねてきた理由は、浅坂人に対する策があるってことか？もちろん。朝倉陽とは最近熱心に修行してて、基礎大会に出る準備をしてる。そいつの修行方法は2を作ることさ。ちょうど俺の手元に、細工した、かゆれいにがあるんだ。誰か経由でこの2薬を、あいつに買わせればいい。安く売れば、きっと我慢できずに飲むはずだ。このマレイには、基礎境の収支の収むためを、確かに大きく上げられるな。でも朝倉陽とって一応にしたぞ。この2薬に細工があるって、見抜けないと思うのか？甘く見るなよ。紫かすみ、峰の星宮、美先輩の二術は。普通の西なら、絶対に見抜けない。飲みすぎたら、2薬に仕込んだ毒が、あいつの気脈を蝕むんだ。治むためが落ちぶれて廃人になったら、その時には虎之助系、あいつを好きなように扱えるぞ。お前本当に悪どいな。でも俺はそういうの好きだぜ。よし、2薬は俺が預かる。しっかり頼むぞ。じゃ、失礼する。朝倉陽と。お前の周りの奴らはみんなお前を陥れてる。いい時期も、もうすぐ終わりだ。悪くないな。最近ワニ作りに没頭してて、治むためもかなり伸びた。若様。若様。これが陽明会の4ヶ月分の霊石です。全部で39,200個あります。ご覧ください。よし、この霊石を朝倉家に持って帰って、父さんに渡してくれ。こう伝えてくれ。父さんに恥をかかせてないって。わかった。今や若様が筑本に進級されたので、周辺の治仙一族も、もう朝倉家を侮れなくなりました。父上がこの知らせを聞けば、きっと若様のことを喜んでくださるはずです。この2薬を、売りに出してくれ。よし。最近会はどう？若様のおかげで、会も順調です。今で派会員も増えて、1200人以上になりました。よし、お疲れ様です。大丈夫です。若様のためなら、光栄です。ご主人様、やってきたよ、ご主人様。すごい贈り物を持ってきたよ。これ、何が入ってるの？3割の値段で買ったんだ。上級マルレーニだよ。治むためを上げるために頑張ってるんじゃない？この一瓶のマグレーニを飲んだら、すぐに基礎中期になれるよ。こんなに安いなんて、ありがとな、小春。気が利いてるね。ご主人様、私にもご褒美あるよね。若様、お先に失礼します。ご褒美、何がいい？私、青だけあんに、巣みたいな。そしたら、毎日ご主人様のお世話できるもん。ダメだよ。なんでダメなの？それは、寝損がちょっとひどすぎるんだ。ちゃんと直すもん。もう、今日は帰って寝なさい。昼間に会いに来てくれればいいから、このままだと、変な噂が立っちゃうから。陰口叩く奴がいたら、下抜いてやるからね。いつになったら、そのわがままな性格直せるんだ。今日は帰りな。しょうがないな。最高品質の気脈煮だ。見た目も上々だね。ご注意ください。
この2薬は普通の2薬の5倍も毒が入ってます。かなり危険です。こんな強烈な単独とは、そりゃ3割引きになるわけだ。でも、食べないともったいないしな。そうだ、システム。確か、単独を無効化できるんだよね。だよね。はい、その通りです。これならダメージなしで飲めるじゃん。悪くないね。飲み心地もいいし、得したな。やだ、食べないもん。本当に食べないよ。星宮美先輩。ここで何してるの？いや、別に通りかかっただけだから。じゃあ行って。一行はいい。昇級したんだ。やった！基礎中期になった。おも様、おめでとうございます。基礎中期に到達しました。寿命が90年増加しました。普通の基礎修士なら、小境界を突破するたび、寿命派に30年しか伸びない。でも俺は、普通の修士の3倍も伸びる。枯れ栄えたい。やっぱりすごいな。でも、慢心しないようにしないと。まだ終わったわけじゃない。みんなで、もっと頑張らないと。一行はい基礎中期突破おめでとう。ありがとう、ゆき先輩。やっぱり先輩のおかげだよ。一緒に2を作ってくれて。当然のことですよ。そうだ、先輩。さっきがいいから、何か気配を感じたんだけど。星宮美先輩です。たまたま通りかかったって言ってたけど、お祝いしに来なかった。偶然って本当か？そんな感じじゃないよな、星宮美先輩。絶対何か考えてるよ。こんな陰険な先輩が、そばにいるなんて危なすぎる。タイミングを見て、この厄介な先輩を何とかしないと。星宮美お前、頭おかしいんじゃねえのか。虎之助！お前本当に、あの一度分の2薬を人に渡したのか。渡したよ。安くして小春に売ったんだ。人は絶対に全部食べきった。間違いない。なのになんで単独が発症しなかったんだ。それどころか、基礎中期に突破したってのか。そんなの俺が知るかよ。むしろ、お前が偽物の薬渡したんじゃねえのかって疑ってるぜ。お前。もういい。その毒の手は頼りにならないな。やっぱり俺が、基礎大会で直接手を下す。レイネをぶっ壊してやる。お前なんかが？なんだ？俺はもう昔の俺じゃないんだ。最近俺も基礎を突破したんだ。しかも師匠から、3段の飛躍も手に入れたぜ。舞台で人と対決する時が来たら、立って舞台に上がってきたら、倒れて退場させてやる。え？一勾配な、2級加藤に死に挑戦するの？そうだ。一勾配、こんなに若いのに、もう基礎中期まで進んでるし、どうにも、これほど深く精通してるなんて、本当に天賦の才だよ。白石執事、褒めすぎですよ。まず審査を通らないとね。じゃあ、今から荷を練り始めてもいいですか？今はちょっと難しいかな。あと数日かかりそうだね。なんでですか？良いニロ波全部使われてる。今残ってるのは、普通のニロと普通のロヒだけだ。普通の2ならまだいいけど。一勾配派今回2級西に挑戦するなら、影響が出るかもね。このニロでやるよ。一勾配、本当にやるの？もちろんです。あれ紫かすみ峰の朝たら人じゃん。普通のニロを使って2級加藤に死に挑戦するなんてさ。無駄じゃ。普通のロヒなんて、いいになんて作れるわけないよ。して今日はやめて。後日挑戦したらどう？このニロとロヒだと、やっぱり2の出来に影響しちゃうよ。このロヒ普通だと思う。先輩、忘れてない。
俺いい使えるよ。ああ、そうだったね。じゃあ、やってみて。ただいま西任務を発行します。重様が2級下等西に昇格すれば、二術新技を一つ報酬として与えます。今回の2練り、絶対成功させるぞ。ほら、こんなありふれたロヒじゃ、薬草なんて練り化できるわけないよ。普通のロヒでいいになんて作れるわけないし、そんなことあるわけないよ。どうやら一勾配の2年の出前や経験は、まだ十分じゃないみたいだね。もう一度鍛え直した方がいいね。え、まさか。名妃だと？なるほど。紫霞道人が、名妃を人に譲ったんだ。だからこんな自信があるのか。こんな普通のニロを使って。やっと薬剤の練りかな、始まった。いくら人が名妃を使っても、それでどうなるって言うんだ。それでも温度が足りないし、結局になんてできやしないさ。本当にさ、紫霞耳ねって二術自慢してるけど、下り書き取りなのに、長老の弟子がこれじゃあ、がっかりだな。これ以上くだらないこと言ったら、容赦しないからね。二術が下手なくせに指摘されたくないのか。お前。先輩、こんなくだらない連中と、言い合う必要はないよ。火力を上げるなんて、簡単なことさ。え？人が火を二つ同時に操れるなんて。二つの火伝を作るなんて、こんなの、今まで見たことないぞ。もしかして、人って二術の天才なのかもな。俺は丹道を長年管理してきたが、今まで、二つのいい火を操って荷を作るにしなんて見たことがない。しかも薬剤の力をほぼ完璧に引き出している。この腕前だけでも、人の未来は、計り知れないな。2級下等2役ができたよ。紫吹羽元にだよ。しかも最高品質なんだ。まあいい出来だけど、丸ごと1路分の薬剤を使ってさ、紫ふさき元にが1個だけって、割に合わないよな。一つの炉で二つのにすら作れないなんて、やっぱり人は人のみか。二術ので前も大したことないな。だよな。一勾配、そんなに落ち込むなよ。この2役一つできただけでも、もう昇格したようなもんだ。2役の数は、これから少しずつ増やしていけばいいさ。白石しつつ、その言葉は、まだ決めつけるのは早いですよ。それってどういうことなんだ？まだ一路部、終わってませんよ。出てこい！なんだって？一路で9にだと？嘘だろ。2級の2役でもそんなことできるのか？一路で9粒も。ありえない。どうせ残りの8つは失敗作だろ。俺もよく失敗作ばっかり出すし。まさか、ありえない。ほら、俺の言った通りだろ。やっぱり残りの8つはダメなんだよ。この8つも全部上質だ。さらに、先にできた1粒も、一路で9粒、全部上質にだ。3度のができてからずっと、こんなことは一度もなかった。今回が初めてなんだ。白石執事、ちゃんと見てるよね。私は、丹度ので何十年も出自をしてきたけど、見間違えたことなんて一度もないよ。朝倉陽斗が今回、9粒もの上質な紫ふさつく元にを作り出したんだ。これ本当に上質な紫ふさき元にじゃないか。俺の三段西の師匠より、すごいぞ。一路で9粒、しかも20の炎で根にしたんだ。白霞胸にも、とうとう、大陸に名を轟かせるに銅の天才が出たな。やっぱり、一声ならうまくいくって思ってた。一勾配、これがあなたの西認定証だ。もう記録済みだ。これからは、毎月に9西の報酬が受け取れる。2級西の報録だ。しかし、ありがとうございます。おめでとうございます。2級加藤西昇格しました。一路、9にの神業を獲得しました。今後は、必ず一路で9粒根にできます。このスキル、めちゃくちゃ役立つじゃん。他の人は一路で1個か2個しか作れないのに、俺は毎回9個確定で作れるんだ。
これなら儲けない方が無理だな。こうはいなる二律。やばすぎ。ほぼ100、じゃん。将来白霞、胸でトップの西になるよ。君のおかげで気づいたよ。僕には紫不二系がある。これからは同門のために、根にしながら、治むためも一緒にあげられる。これ最高の組み合わせだな。こうはいい。みんなのためにね、にするつもり。じゃあ、私が宣伝してあげるね。大丈夫。実は俺に、いい宣伝方法があるんだ。どうやって宣伝するの？そろそろ、私たちも基礎大会に出る頃だな。そっか。私なんで気づかなかったんだろう。さすがこうはいい。頭いいね。よし、準備しよう。週問題、日に出よう。いいね。虎之助様、朝倉陽斗が基礎大会に参加します。いいね。朝倉陽斗虎之助様はずっとお前を待ってたぞ。白霞宗は、東六済みの基礎境の修士が3万人を超えている。今回の基礎大会、みんなは誰が優勝すると思う？わしが期待しているのは、わしの弟子赤い虎之助だ。丹精込めて育ててきたのは、この基礎大会のためだ。彼が一躍注目されるためにな。そうだ。グレン長老の皇帝なら、きっと頭角を現すだろう。私の弟子、朝倉陽斗は、きっといい順位を取るはずよ。最近朝倉陽斗は宗門でもすごく目立ってるよ。今回の大会では、トップ100入り間違いなしって言われて。俺はそうは思わないな。もし早く虎之助と当たったらきっと、すぐに負けることになるぞ。虎之助？人にやられたやつなのに、それでも人に絡めなんて。虎之助には奥の手があるんだ。その時になったら、見てみようじゃないか。どっちが勝つか負けるか。よし、みんな、もうやめろ。基礎大会、始める。負けた。ありがとうございました。君も、このまま勝ち進んでね。頑張れご主人様、頑張って師匠、かっこいい。うん、そうね。本当にすごいね。あれが朝倉陽斗？めっちゃイケメン。晴れと結婚したい。みんなに大人気だな。顔がいいだけのやつだ。今回の対戦相手はかなり手強そうね。状況があまり良くないかも。高間先輩、お手合わせ願います。お前が朝倉陽斗か。武闘に取り巻きを引き連れてくるとは。生意気だな。別に普通だよ。調子に乗ってるな。基礎境の二術師なんて。まともな術なんて使えるのか。じってもかからず倒してやる。かかってこい。試合開始。ご主人様、気をつけて。青木兜法。これが紫霞峰の天才か。剣一不利で終わりそうだったな。笑っちゃうぜ。噂ばかりで、実際は見かけた推しだな。やっぱり朝倉陽斗は、噂だ俺だったな。紫霞峰の弟子の実力ってさ、いつも宗門でビリだよな。ずっと宗門で最下位だし。これがあいつの本当の力だな。うちの弟子は戦いがあまり好きじゃないだけよ。今回は師匠のために、頑張ってくれよ。もっとすごいと思ってたのに、ただの役立たずか。余計なこと言うな。まだ勝負はついてないぞ。早く諦めた方がいいぜ。まだ恥をかかずに済むからな。そうしないと、高間先輩が立ち話させるぞ。さっきはウォーミングアップだっただけだ。これからが本当の勝負だ。てめえ。星しよ。我が命に従え。
朝倉陽と、ほんとついてないよな。初戦から天城高信とぶつかるなんて。天城高信ってそんなに強いの？天城高信はもう70年以上修行してる基礎中期のレベルだよ。天星慶をメインで鍛えてる、元子の坂イレベルの技なんだ。星の力を操れるって噂だよ。めちゃくちゃ強いんだよ。今回の大会の注目選手なんだ。ってことは、朝倉陽ともう勝ち目ないってこと？もちろん、勝負はもう見えてるよ。赤い虎、のすけの勝ち。朝倉陽と、うちの師匠が用意した相手、どうだ？気に入ったか？これが修戦車同士の実比べか。マジでスリル満点だな。もうリズムは掴んだ。そろそろ反撃するか。紫かす耳の天才。笑わせるな。本当に弱いな。あと一発で、地面に這わせてやるぞ。勝負はついたな。神念張り法。ええ。人、こんな技を持ってるなんて。私が育てた弟子は普通の人間じゃないよ。紫かすみ、そんなに得意げにならないでくれよ。さっきの天城高信は、ただ油断してただけだからな。次は、もう簡単にはやられないぞ。くそ、俺の幻を壊しやがって。絶対に許さないからな。セーラジー！終わったな。天城高信、本気モードには行ったぞ。本命の宝宝まで出してきたぞ。2級上等天候鏡だ。なんだよこの鏡、そんなに強いのか？もちろんだよ。天候鏡は眩しい光を放って、相手を惑わせるんだ。周りが人影だらけに見えるから、どれが本物かわからなくなるし、天城高信の本当の居場所なんて、全然わからなくなるんだよ。めちゃくちゃ強い宝宝だな。今回はもう、天城高信の方が、一枚上手みたいだな。ご主人様、早く何とかして。この天城、ずる賢いな。視界をわざと乱してくるなんて。でも俺にはちょうど、封じる術があるんだ。ほら、原神瞳術！見つけた！まだ負けを認めないのか？負けた。ご主人様最高！本当にすごいよ！紫かすみさん、これが君の言ってた戦い嫌いの弟子って、これか？宗師さん。この弟子は穏やかな性格で、普段は二道ばっかり研究してて、戦いごと歯苦手なんです。でも、意外とやるんですよ。かっこつけやなって。ご主人様、さっきの戦い最高だったよ。ご主人様、本当に憧れちゃう。みんなの前でやめてよ。みんな見てるから。わかった。先輩も終わったんだね。楽勝だったんじゃない？うん。じゃあ増しちゃってないよね。先輩がそんなこと言うなんて、僕、先輩に戦い方を教えてもらいたいんです。初めての対戦だったから、なんか、力をうまく出せなかった気がします。わかった。あっちではなそう。とのっとって、こんなに色々なコツがあるなんて知らなかったよ。ありがとう、先輩。でも、俺の攻撃って、まだ弱い気がするんだ。もう少し技が必要だな。剣王様は同じ教会なら、1対1の攻撃力は最強なんだよ。君には、すごい憲法がまだ必要だね。今日の対戦が終わったら、師傅に頼んで、憲法を教えてもらおうね。わかった。朝高人出番だぞ。先輩、行ってくるよ。頑張ってね。一号、はい。先輩も頑張って、一緒にトップ100入りしよう。朝倉陽と、勝利！白石行き、勝利！なかなか良いな。今日の基礎大会は初日が順調に終わった。各長老の直弟子たちもほとんどが次のラウンドに進んだ。宗師として明日の試合を心待ちにしている。明日も期待している。宗主様、失礼いたします。今日はしっかりご褒美をあげるよ。人とゆき、2人の弟子にね。
本当にひいきばっかりする師匠だな。人と行きしか見えてないのかよ。だったら、もう遠慮しないからな。本当によくやったよ。今日は面目を保てたね。あの天城隆。普段は偉そうにしてるけど、今日は君にやられたね。この戦いで、紫霞峰の顔を立ててくれたね。褒めすぎですよ。よかてたのは、運が良かっただけです。そんなに謙遜しなくていいよ。入門して4年も経ってないのに。こんなに成長できたのは白霞宗で。これができたのは君だけだよ。全部師匠が育ててくれたおかげです。みんなで師匠に感謝して乾杯しましょう。師匠、ご指導ありがとうございます。遠慮せず食べてね。師匠、ごちそうになりました。ありがとうございます。師匠、先に失礼いたします。憲法を教えてほしいって言ってたよね。私についてきなさい。師匠。人、ここでちょっと待っててね。人、これは青八スケンポーだ。まず恥分でやってみて。わからないことがあったら私の教えるよ。師匠、ありがとうございます。師匠、どうしたんですか？人本当のことを教えて。どうしてそんなに早く修行が進んだの？もしかして、僕の素質が良かったから。私は300年あまり生きてきた。珍しいことや不思議な出来事も、君が食べたら今よりずっと多く見てきたよ。修行が早いのは普通だけど、同時に九西にも昇格して、いろんな方法まで身につけてるし、それは天賦だけじゃ説明できないよ。師匠、誰にでも秘密はあるものだ。それは普通のことだよ。私はただ、正直にはなしてほしいだけだ。師匠には本当にお世話になってるし、嘘をつくわけにはいかない。男たりもの。何も認められないことなんてない。師匠、実は僕、特殊な体質なんです。特殊な体質なの？早くこっちに来て、横になって、私がしっかり調べてあげるから。リラックスして、抵抗しないでね。師匠、ごめんなさい。わざとじゃありません。師匠、信じてくださいよ。もちろん、信じているよ。さっき、お前の体の中を見てみたら、引き、生死の4つの法則が同時に見えた。特に生死の力がすごく強かった。私も気づかないうちに、その力に操られてしまったんだ。そんなにやばいの？お前は全く、お前の中で目覚めたものは、もしかしたら、伝説の笠カエ霊体かもしれない。二術システムの存在は明かせない。笠カエ霊体については知らないことにしておこう。オサム戦界の体質はいろいろあるけど、大きく分けると、ファマ体、霊体、道体、仙体の4種類だ。霊体は何百万人に1人もいないほど、滅多にないすごい才能なんだ。伝説では、枯れ栄霊体を極めれば、生死の法則を直接操れるんだ。枯れ栄輪廻の神通を使えば、相手の寿命を1000年も奪える。昔はこの力で多くの強者が震え上がった。こんなにすごいなんて、俺、めっちゃ出世できるんじゃない？小栄霊体、破霊体に分類されてるけど、実は道体の入り口に届いているんだ。ただ、反作用魔強すぎて、正当な道体には数えられてないんだ。まさか、私が生きているうちに、君みたいな伝説の体質を目にすることができるなんて。しかも、それが私の弟子だなんて。でも俺はさ、修行がちょっと楽になっただけで、別にと区別って感じもしないし。違うんだ。大昔には、笠栄霊体ってやつが、
おさむ船海全体を震え上がらせたんだよ。笠飼いの意識だけで1000年も寿命を減らせるんだ。もし本当に人数で敵の寿命を1000年も削れたら、どんな強敵でもビビるはずだ。へえ、枯坂霊体って極めるとそんなに強いのか。これはちゃんと研究しなきゃ。これはすごく重要なことだから、私以外には誰にも言っちゃダメだよ。必ず守ります。私は疲れた。もう下がりなさい。では下がらせていただきます。どうしてこんなにドキドキするの？紫かすみ。自分の弟子なんだから。変なこと考えちゃダメよ。今回は基礎中期の先輩か。さっさと人を倒せ。なんだと？くっそ。なんで一番で人の剣術。また強くなってるじゃないか。ご主人様の剣技、かっこいい。そうそう。師匠からもらった青蓮拳法。やっぱりすごい。一番練習しただけで、戦闘力が大幅に上がった。これでトップ100入りは確実だ。赤い虎之助の勝ち、トップ100入り。朝倉陽と審判は俺が操ってるぜ。次はお前と当たるからな。その時、俺の狂乱二のヤバさを思い知らせてやる。ご主人様、水どうぞ。ありがとう小春。メイドとして、当然です。これから、メイドって言わないで。なんで？痛いよ、もっと優しくして。警察だ、動くな。来ちゃった。ご主人様、どうしたの？さっき、なんか目つきが変だったよ。何でもない。お願いしてたスローが、できた。もうできてるよ。よかった。いい出来だったね。トップ100に入ったよ。今回、ひいきへの入場券を得たね。師父、もう十分な実戦経験は積めました。これ以上戦ってもあまり意味がない気がします。だから、これからは、修行と二術に集中したいです。早めに大会を辞退してもいい。怪我も避けられるし、このことは自分で決めていいよ。許してくださってありがとうございます。大丈夫だから、行っておいで。朝倉陽と、やっと捕まえたぜ。もう、お前の幸せな日々は終わりだ。なんだまたお前か。前に俺に負けたやつだろ。そんなの、もう昔の話だ。俺は何年も昼夜問わず修行してきた。全部、あの日の狩りを返すためだ。いいよ。今の力見せてみな。対決開始。紫かすみ、今回はうちの虎之助が、そっちの人とぶつかるんだ。どっちが強いか、すぐわかるさ。もちろん、私の弟子が一番よ。小坂へ霊体も持ってるし、人の才能は白かすみ、胸で一番だから。そんなこと教えるわけないでしょ。うちの虎之助は絶対に人をボコボコにしては物残らないくらいにしてやる。グレーン、夢ばっかり見てるね。暇があるならさ、弟子の面どうでも見たら？黒鱗会なんて作っちゃってさ、トモンをめちゃくちゃにしてるの気づいてないの？てめえ！虎之助が狂乱にを飲めば、人をその場で無力化してやる。どれほど辛いかが思い知らせてやる。人、お前なんか俺の相手じゃねえ。この一撃です。台からぶっ飛ばしてやる。ご主人様、危ない、下げて！暇を見つけたぞ。
ご主人様、最やっぱり紫かすみ峰だな。人の方が強いな。虎之助、大口叩いてたのに、やっぱりダメだったな。虎之助、どれだけ鍛えても、結局俺には敵はないだろう。人、ここまでさせたのはお前だ。狂乱に？紫かすみ、意外とやるじゃないか。この狂乱にまで知ってるとはな。これは同門同士の試合だ。まさか弟子に。こんな禁薬を飲ませるなんて。俺に濡れ衣を着せるなよ。赤い、虎之助が自分で飲んだんだ。俺は関係ないからな。宗主様、試合を中止してください。基礎大会で狂乱にを飲むなんて絶対ダメです。宗門の規則には、狂乱煮を飲んじゃダメって書いてないぞ。確かに宗門規約には禁止されていない。だが狂乱煮の効き目はあまりにも強烈だ。今回の大会が終わったら、宗門規約に新しい項目を追加する。今後、試合中の禁薬使用は禁止とする。でも、今回の対決はどうなるんですか？一巻き傷ついてしまいます。今回赤い、虎之助に狂乱煮を飲ませたのは、浅坂人を倒すためだ。もうすぐ、この俺の恨みが晴れるぞ。ビビってるだろ、朝倉。人？これで俺の実力は一気に跳ね上がったぜ。もう基礎の頂点クラスだ。お前なんかに俺は止められないぞ。これは三段狂乱煮だ。その通りだ。今更知ってももう遅いぜ。お前、バラバラにされる覚悟しとけよ。まさか、狂乱煮とは。このままじゃ人はぶじじゃ済まないな。狂乱煮ってどんな薬なんだ？なんか、めっちゃ強そうだな。三段狂乱煮は、修行者が飲むと、一瞬で基礎の頂点まで上がれるんだ。キム誠修士に、次ぐ実力になる。こんな優れた2薬なのに、今まで誰も使わなかったのはなんでだ。でも、この2薬は副作用がめちゃくちゃ強いんだ。基礎が壊れちゃうし、一生時の段階に進めなくなるかもしれないよ。なるほど。赤い、虎之助、命がけできてるな。こんな薬に頼るやこと、本気でやり合う必要はない。みんなが注目してるこのタイミング、宣伝にはもってこいだな。エバラ、小春。宗門の皆さん、うちのご主人様、浅坂人は2級加藤西なんです。今日から2薬の依頼、どなたでも受け付けます。毎回必ずお客様に4つの2薬をお渡しします。年齢問わずごまかしなし。浅坂人、何やってんの？わかんないよ。こんなタイミングで商売なんて始めるとは赤い。虎之助、速攻で浅坂、人を倒せ。調子に乗らせるなよ。覚悟しろ、朝倉、人。参りました、バイバイ。行くな。朝倉陽斗、逃げるな！ちゃんと俺と勝負しろ！なんで俺が君とやる必要ある？狂乱にを飲んだ相手と戦うなんて、負けたら自業自得だし、勝っても割に合わない。宣伝もバッチリだし、卑怯のチケットもゲットしたし、目標も完璧にクリアしたし、ごはすきにやってくれ。バカ野郎！俺と勝負しろよ！せっかく狂乱に飲んだのに無駄になっちまうじゃねえか！それは自分の問題でしょ。俺に関係ないし。そうだよ。ご主人様は無理やり飲ませたわけじゃないし。ダメだ！こんなに犠牲払って、将来も捨てて、全部お前を目の前で倒すためなんだ！逃げるな！サイバー、赤い、虎之助が反則してるよ。ちゃんと対応しないの？虎之助、人はもう降参したぞ。もう勝ったんだから、そろそろやめなさい。ダメだ！狂乱にを無駄にはできない！朝倉陽斗！足をぶっ壊してやる！邪魔する奴は、同じ目に合わせてやるぞ！やめて！誰か、赤い虎之助が暴れてる！早く捕まえて！決闘だ！グレンしていい。これが君の教え子か？裁判を堂々と殴るなんて、よくもまあ威張ってるな。どうかご気分をお静めください。宗主、帰ってから必ずきちんと教育いたします。まったくハエみたいなやつだな。全部ぶち壊したよ。もう見る気しない。このヤクダだずめ虎之助。後でしっかり懲らしめてやる。私の人は、本当に面白い子だね。ご主人様が宣伝した後は、どこもかしこも2をお願いしに来る同門ばかりです。もちろんだ。終始の間のルールで2を作ってほしいなら、材料は自分で持ってくるのが基本で、できた2薬は半分こするのがルールなんだ。他の2種は、1かまでに3粒の2薬しか作れないんだ。だから分けても、
1粒か2粒しかもらえない。でも俺は毎回9粒も作れるし、俺の2薬は量も質も最高だから、みんな俺に2薬を作って欲しくて集まるのは当然だ。ご主人様のそばにいるようになってから、2薬が食べ放題になりました。薬は体にいいけど、食べ過ぎは良くないからね。はい、ご主人様。失礼ですが。すみません。ここって、紫かすみ峰のりの賢者、人先輩が住んでる場所ですか？朝倉陽斗です。でもそんなにの賢者、なんて呼び名は、恐れ多いですよ。やっぱり間違いなかったね。神崎さざなみです。宗師様の直伝弟子です。知ってるよ。ご主人様と同期で入宗したんだよね。金属製のテンプレーネオも、土頂天才だよ。今回の基礎大会で、10位を取って、すごい成績だったよね。宗師様の直伝弟子さんなんですね。N お会いできて光栄です。人先輩、そんなにお気遣いなく。さざなみ後愛、今日はどうしたの？人先輩って、二術がすごいって聞いたんだけど、お願いしたいこともあって、2薬を一度作ってもらえないかな。どの2薬をご希望ですか？9美顔にです。修士が30年間、若々しい顔、保てる美顔になの。そう。ご主人様、さざなみ先輩のお願い聞いてあげてよ。星をもらったら、私も美顔にを飲んでみたいな。いいよ。ナールわかってる。わかってるよ。これが薬剤。じゃあ3日後に取りに来て。ありがとうございます、人先輩。そんな例には及びませんよ。さざなみ後愛、まだ何かある？今回の基礎大会で、人先輩と手合わせしたかったんだけど、でも、機会がなくて残念だった。もし先輩が時間あったら、ぜひ手合わせお願いできませんか？ごめんね。2薬を頼まれてる人が多すぎて正直、作るだけで手いっぱいなんだ。残念だね。じゃあ人先輩、失礼します。ご主人様、さざなみ先輩って綺麗だよね。うん、綺麗だね。ご主人様、さざなみ先輩のことは、狙わない方がいいよ。噂だけど、宗師様は、彼女を次の宗主にするつもりみたいだよ。もし彼女を狙うなら、ライバルだらけだし、すごく大変だよ。何言ってるんだよ。俺は修行に集中してるんだ。恋愛なんて考えてないよ。じゃあ、小春、手伝ってくれ。2薬作り始めるよ。わかった、ご主人様。これは、なんか変だな。これ、美顔にじゃなさそう。ご主人様、何を作ったの？おかしいな。このキハビガンにそのものなのに、二術秘伝書の記述と、なんか違う気がする。私が先にちょっと味見してみようか。食いしん坊。何の2薬かもわからないのに、もう食べようとするなんて、ブサイクになっちゃうぞ。ゆき先輩を呼んできて。はーい。先輩、これって美顔になんですか？人公愛。これは間違いなく美顔によ。しかも上質だ。じゃあ、なんで本に書いてあるのと違うんだろう？首都高は胃が作ったこの2薬は、最も古くて正当なものなんだよ。美顔にって、そんな種類があるの？そうよ。美顔には二級下等の例にだけど、女治にとっては、まさに無価値の宝物なんだ。裏にはすごい利益があるんだよ。でも、最初の美顔には、一度飲めば一生、ずっと効果があったから、一生に一度だけでよかったの。だから需要も減っちゃって、当然西の稼ぎも減ったんだ。それで西たちが結託して、美顔にを改良しちゃったんだよ。もしかして、今売ってる ?30 年しか持たな、イビガンにって西たちが改良したやつなの？そう。そうやって、女の修行者が綺麗でいたいなら、30年ごとに美顔にを飲まなきゃいけなくなったの。30年ごとに、また美顔にを飲む必要が出てきて、だから商売もめちゃくちゃ儲かるようになったんだよ。そんなことまでやるの？西もさ。いや、裏でも受けてる連中なんて、ほんと腹黒すぎだろ。仕方ないのよ。これは白霞宗の西だけじゃなくて、それに国内最大の勢力の西連盟も、みんなと右前のように受け入れてるんだ。誰かが本物の美顔にを作ろうとしたら、西連盟から脅されたり、潰されちゃうのよ。どこに行っても、
こういう暗黙のルールは変わらないんだな。祝手、おめでとう。2級。三体元にのれん生成光二術、熟練度に紫不二系修行により収むため。10日。傘替え体レベルアップ。傘替え指が2級に進化。からさかえたい。レベルアップしたのか。システム、今回小坂えたいなレベルアップしたけど、どこがパワーアップしたの？重様の身体の威力が全体的に強くなりました。体質や霊力、根骨もアップしています。それに、術の威力も強くなりました。それと、神業の傘替え指は効果が強化されました。重様の寿命を10年減らして、強制的に相手の寿命を5年削ることができます。これいいな。今、波寿命の交換比率が2対1だから、これなら使っても損しないな。もっと修行を重ねれば、指一本で、相手の寿命を一気に1000年、奪えるんだ。これ2役なんだけど。みんなに一つずつあげるよ。ずっと若いままでいられるからね。ありがとう、ご主人様。こんな貴重な美顔に、本当に私にくれるの？もちろんだよ。この美顔にを君に渡して、先輩の美しさがずっと続くように。ありがとう。一口愛。このハンカチ、あなたにあげるね。私が自分で刺繍したの。私がいなくなってから開けてね。これからはユキさんが私の主母になるんだね。私は、おはる。心が広いから、彼女とご主人様の取り合いはしないよ。ご主人様のそばにいられるだけで、それだけで幸せだよ。約束通り。この美顔には、私は、神崎、さざ波に4つ渡せばよい。残りは師匠に。師匠。人、私に何か用事があるのかい？師匠に贈り物を献上します。贈り物を見せてごらん。私にも見せてちょうだい。これが古式美顔になのね。そうだよ。今できたばかりなんだ。師匠の美しさをずっと守るのにぴったりだよ。やったー！私はずっと古式美顔にを探し求めていたのよ。私の大切な弟子よ。本当に私の願いを叶えてくれて、ありがとう。先ほどは師として失礼なことをしてしまった。師匠。気にしないで。僕もすごく嬉しかったよ。人先に行ってきて、私はちょっと休憩するから。師匠、おやすみなさい。失礼します。どうしよう。どうしよう。私が師匠なのに、こんなバカなことしちゃうなんて。もう、恥ずかしすぎる。ねえ、ご主人様。ご主人様。ご主人様、もしかして、ゆき先輩のことを考えてる？最近ご主人様、なんだかぼーっとしてるよね。ご主人様、そんなにゆき先輩が気になるなら、会いに行っちゃえば？それに、夜に会いに行った方がいいよ。そうしたら、もしかして、そのまま溜まっちゃうかもね。何言ってるんだよ。薬草、早く片付けて、次の荷を作るから。ご主人様って、変身だよね。毎日ゆき先輩ばかり思って、私なんて無視されてる。人先輩。さざ波講愛、ちょうど痛い。ミングできてくれたね。さざ波講愛、これ、美顔にだよ。これは、なんか、見たことない美顔にみたいだね。
人先輩、これ本当に合ってるの？これは古式美顔煮だよ。これ1粒でずっと効果が続くんだ。古式美顔煮なの？そんなこと本当にあるの？本当に間違いないよ。私も飲んじゃった。今の私ね、美しすぎて弾けそう。本当だったのね。こんなに貴重なになんて一つで十分だよ。約束したから4つ全部あげるよ。決まりは守らないとね。じゃあ、いただきますね。本当にありがとう、人先輩。これからにを作るときは N、またお願いしに来るね。これは古式美顔煮だ。さざ波が、人の青だけ案から出てきたみたいだ。もしかして、人が作ったのか？人先輩の古式美顔に効果抜群だね。やっぱり古式美顔には人が作ったんだな。短命の決まりを堂々と破ってる。今すぐチクってやる。人。ただじゃ済まないからな。一子 Y、今日は誘ってくれたけど、どこに行くの？もうすぐ原点ひいきに行くし、ちょっと予備の物資を買っておきたくて。じゃあ、私も付き合うね。ひとくん、あっちにコスメのお店があるよ。いくつか選びたいな。ゆき先輩、どうぞ。向こうに薬草の屋台があるね。珍しい薬草があるかちょっと見てくるね。じゃあ、買い終わったらまたそっちに行くね。お前、白霞総紫、霞峰の朝だな。人だよな。失礼ですがお伺いします。私を呼び止めて、何かご用でしょうか？君、白霞峰のものか。紫霞峰の朝倉陽太だな。そうだが、それで、あなたのお名前は？俺は西連盟の長老、白鳥青松だ。うちの白鳥長老は、キム誠後期の、すごい実力者なんだぞ。さっさと頭を下げろ。なるほど。では白鳥長老、失礼します。俺は長老で忙しいんだ。用があるなら早く家聞くぞ。古式美顔煮を誰かに作ったのか。こんなに早く、誰かがやってくるとは思わなかった。どうやら誰かがバラしたみたいだな。そうだ。でも、わざとやったわけじゃない。本題なら大事なんだぞ。お前は西連盟が禁じている、古式美顔煮を作ったんだからな。まあ、白霞宗の弟子だからな。今、お前に、やり直すチャンスをやる。500枚のか、旧霊石を出せ。罰としてだ。それから誓約書も書け。もう古式美顔煮は作らないって誓え。今回は、見逃してやる。古式美顔煮を作っただけで番なんて。そんなルール、どこにあるんだ？これが2名の決まりだ。西なら従わなきゃならない。従わなければ、短命の規則通りに罰を受けることになるぞ。連盟規約って何？連盟規約第12条。短命が明確に禁止している2役を作った場合。軽い場合は罰金。何度も繰り返したら、霊根と両手を失うことになる。これで、もう二度と2役を作ることはできなくなるぞ。おう、棒すぎるな。そうだ。数越国の西は全員、短命の言うことに従わなきゃならない。従わなければ、今後は2役を作れなくなるぞ。白鳥長老はここまで優しくしてくれたんだ。それでもありがたみのわからないなら、こっちも手加減しないぞ。待て。ここは人目が多い。まず朝倉陽斗を捕まえろ。連れて帰ってと言い詰めろ。おとなしくしろ。俺は市民警備隊出身だ。お前たちみたいな悪党に好きにはさせない。反抗するのか？素直に従わないなら、痛い目に遭うぞ。白霞宗の領地で騒ぎを起こして、白霞宗の報復が怖くないのか？俺の寿命なんてもうすぐ尽きる。白霞宗の弟子を何人か潰したって。宗主だろうが、俺には手回しも出せないさ。じゃなきゃ、俺が死ぬ前に道連れにしてやるぞ。そんなの、どの衆門も耐えられないだろう。寿命ももうすぐだな。その通りだ。おとなしく俺たちについてこい。言うこと聞かないなら、今回は下級霊石を1000個出せ。さらに、お前が知ってる失われた古方も全部書き出せ。それでやっと自由になれるぞ。やっぱり白霞宗に裏切り者がいたのか。お前に情報を流したんだな。俺が失われた古方を持ってることまでバレてるとはな。余計なことはいい。連れて行け。白鳥長老、人にチャンスをやるって、自分にもチャンスをやることだよ。笑わせるな。俺は西連盟の白鳥、青松だ。キム誠になって何百年も経つんだぞ。基礎しかないお前に、チャンスをやるとでも思ってるのか。長老、こいつは生意気で、お仕置きしてやらないと。まずはビンタだ。
口をめちゃくちゃにしてやれ。西連盟の力を思い知らせてやれ。お前らが俺をやらせたんだ。待て。罰金倍に出すよ。まさか、下級霊石王に1000個もくれるってことか？その通り。1000個は西連盟に。もう1000個は白鳥長老に。でもまず俺を話してくれ。わかってるじゃないか。逆かい指。命知らずだな。この俺に手を出すとは。生かしておけない。白鳥長老、大丈夫ですか？これ栄え。キム誠後期の白鳥長老が、基礎境の奴にやられるなんて。逃げろ。急いで知らせに戻ろう。逃がしちゃいけない。後々厄介なことになるから。人、短命が報復しに来るぞ。まさか、君は。私の弟子に手を出したら、命はない。師匠、どうして来てくれたんですか？今日はなんだか胸騒ぎがして、市場まで君の様子を見に来たんだ。そしたら、本当に君を狙う奴がいたとはね。師匠、枯れ栄指では区長、青松を倒してしまいました。あの人、短命の長老なんです。宗門に迷惑がかかったりしませんか？小栄霊隊は、やはり強力だね。つくもと出来胸を殺すなんて前代未聞だよ。安心しなさい。短命の勢力は、数越国中に広まってるけど。でも、死にかけのキム誠長老一人のために。死にかけのキム誠長老一人のために。大騒ぎはしないはずだ。もし本当に来たとしても、宗師と私が君を支えてあげるから。師匠、助けてくれてありがとう。君こそ私が一番大切に思ってるでしたよ。頑張って修行して。これからはもうこんな目に遭うことはないよ。師匠、どうして来たの？短命が人を狙ってきたから、ちょっと様子を見に来たんだ。短命？いいから、まずは戻ろう。なんで人はこんなに強いんだ。これは慎重に考え直さないと。たった一子で白鳥青松を仕留めたんだ。そのご師匠が来てくれた。そうだったのか。それじゃあ、二つの後方を授けよう。覚えたら、また同じようなことが起きても、もうこんな風に困ることはないよ。千下墨玉未経。大日深阿蘇系。早く師匠にお礼いいなよ。これは師匠が直接教える弟子だけが教えてもらえる候補なんだよ。もし胸像閣で手に入れようとしたら、何十万もの宗門貢献店がいるんだよ。ありがとうございます、師匠。もう起きて。あなたは私の弟子だからね。私の直伝弟子3人の中で、君だけが、この二つの候補を修行できる素質を持っているんだよ。この千下墨玉未経は、天地の霞香を使って肉体を磨き上げる候補なんだ。君の紫霞広くと互いに高め合う効果があるよ。修行が完成すると肉体が澄み渡るようになる。表面には霞香が漂うようになって、質感は美玉みたいに輝いて丈夫になるんだ。さらに自然に霞香のエネルギーを吸収できて、すごい自己回復力も身につく。この候補を身につけたら、同じ階層の収支には滅多に傷つけられないよ。それに、キム誠に進む急する時の雷光もちゃんと防げるんだ。今の青き兜砲より、ずっと強いじゃん。当然だよ。宗門の中で、この二つの候補を修行できる人は、両手で数えられるくらいしかいないんだ。それと、この大日深阿蘇系は、神式の基礎を底上げしてくれる。影横島を抑える力も強くなるよ。さらに、上級修士の神式にも抵抗できるようになるんだ。もし先にこの候補を覚えていたら、白鳥青松にあっさり抑えられることはなかったよ。やった！この二つの候補、まさに俺が欲しかったやつだ。でも、どうやって、師匠に恩返しすればいいんだろ恩返しなんていらないよ。君は、卑怯で、紫霞峰の顔をしっかり立ててくれれば、それで十分だ。はい、私が必ず師匠の名を挙げます。そろそろ戻って準備しなさい。半月後原点ひいきが開かれるよ。はい、師匠。おもさまおめでとうございます。二つの上級候補を習得しました。おもさまおめでとうございます。二つの上級候補を習得しました。習得完了。この二つの候補を身につけたから、今回の原点ひいきは、これでさらに自信が持てる。
原点ひいきが開かれた。中は特別なルールがある。基礎記の修士だけが入れる。それに今回は、楽しゅうものでしもはいる。期間は3年。十分気をつけて。ユキ、今回のひいきは騙し合いが絶えない。教授もいるけど、一番怖いのは人間だ。ニニーは他がいいがい。誰も信じてはいけない。これは宗門の歴代の先輩方がまとめ上げた秘境の地図だ。比較的安全なルートが示されている。ニニンとも気をつけてね。先生、ありがとうございます。ちゃんと注意します。先生、私が弟をしっかり面倒見ます。弟の世話バカバカしいね。では、原点ひいきは開かれた。皆さん、入ってください。朝さらひと、今回は、虎之助様が、お前に決着をつけてやる。この原点ひいきからは生きて出られないぞ。先輩どうやらここは、ランダムでどこかに飛ばされたみたいだ。早く先輩と合流しないと。何も見えないな。仕方ない。道法を使うしかない。やぶ猛禽め。三段の霊薬。主果てだ。これを飲めば、治むためが一気に上がるぞ。もしかして、俺って運が良すぎる。降り立ったばかりなのに、着いたばかりなのに、こんなすごい贈り物が来るなんて。待てよ。師匠が言ってたな。上位の薬草や宝物の周りには必ず守護妖獣がいるはずだ。慎重に動かないと。白霞胸のガキ、どけ。この薬草は俺のもんだ。いいよ、あげるよ。わかってるじゃねえか。毒にやられた。悪いな。助けようがない。さっき俺に意地悪したからだろ。くそ。見殺しにしやがって。道連れにしてやるからな。弱いのは別に怖くない。欲張りと傲慢さが、それが君の命取りになる。三段章って絶対に手に入れたい。このリスクは取る価値がある。大挙異教。やっと手に入れた。手当てじゃないか。お前、その手当て置いていけ。逃げるが勝ちだ。くそ、逃げられた。やっぱりこの秘境を油断できないな。面倒になる前に、先に食べてしまおう。食べてしまえば安心だ。おもさま、おめでとうございます。基礎後期に到達しました。寿命が498歳になりました。3500年も育った手話。てか三段手話手の効き目。ほんと強烈だな。まさか一気に、一つ上の境界へ進めたし、寿命も増えたぞ。これで笠替え指も、もっと使えるな。さすが原点ひいきだな。外の世界とは全然違う。もっと宝探しを続けよう。笹波先輩、早く逃げて、鷹の返しが来た。さざ波先輩。
地脈秘話地は俺のものだ。小娘っ子、逃げられねえぞ。助けて、人先輩。心配するな、俺がいる。白霞胸の小僧ガニ人かなら、もう一人も殺してやろう。どういうことだ？あいつは高野海士だ。基礎後期の血納めだ。殺しや強盗ばかりしてる。悪党同士で奪い合うようなこともしてる。和越国の衆門はみんなあいつを指名で賄してる。あの後輩が見つけた。地脈秘は地層を奪っただけじゃなく、私まで口封じしようとしてる。なら俺、高野海士の悪面を知ってるなら、さっさと自分で死んだ方が身のためだ。その方が苦しまなくて済むぞ。それじゃないと、俺が痛めつけてやるぞ。生きてるのが地獄になるぞ。重様、地脈秘話地数はキム誠になるためにかなり有利です。この品は俺と縁がありそうだ。俺に渡してもらえないか。命知らずね。基礎中期の修士が俺に向かって吠える気か。さっさと俺の百魂機に入れ、純粋な魂力になって、俺の修行をさらに進めるために役立てろ。先輩、気をつけて、あの百魂を吸い取るのよ。怨霊が命を奪いに来るから。お前の魂、もらうぞ。第日深夜け。そんなバカな。お前、何の術を使ったんだ？俺の奥義は邪悪な、治む戦車を N 倒すための必殺技なんだ。まあ悪と親化け者を、N は滝のメス技って呼んでもいいぜ。調子に乗るなよ。俺にはまだ奥の手があるんだ。くれ！コンパクレキガナがいたかの海士が、まさか、あっさり逃げちゃったの？心配いらないに出られないよ。ほぼキム誠、教会に達している、カリニの権威、人先輩。あなたの剣術って、こんな恐ろしい域まで。前は人先輩とウーで試ししようなんて、N を思ってたけど、身の程知らずだったな。さざ波、こうわい、これから宝探しに行くところなんだ。ここでお別れしよう。人先輩、私、一緒にいてもいい？二人でなら、お互いに助け合えるし、この原点ひいきは危険だらけだから。信じてるのはユキ先輩だけ。他の人は遠慮してもらう。ちょっと難しいかな。無理、なお願いしてごめんね。でも、同門だから、このホイの地区を渡すよ。腕は悪くないけど、経験と度胸が足りないな。危機に直面したら、まずは逃げることを考えろ。でも、いざって時は、本当に追い詰められたら、勇気を出して武器を手に取って、N たち向かうんだ。悪い奴らも、君の本気にビビって逃げることもあるから。アドバイス、ありがとう、人先輩。人先輩って、本当にかっこいい。絶対に恩返ししなきゃ。やったー！三段星元島だ。これでまた良いに役が作れそうだな。お前、持ってる宝を全部よこせ。命だけは助けてやる。白昼堂々と強盗かよ。せっかくチャンスやったのに、使えねえな。おい、やっちまえ。なんだお前、そんなに弱かったのか。なんで切れないんだ？昔、特殊警備隊だった時、こういう強盗は100人近く捕まえたもんだ。俺に目をつけるなんて、ついてないな。こいつら結構向けてたみたいだな。いいものたくさん持ってるし。これも正義のためってことで。あそこが遠い天聖遺跡遺跡の方だ。開いたみたいだ。急いで行かないと。
まだ出てこないの？見て見て、あそこにいるの、白霞宗の朝倉陽太だよ。めっちゃかっこいい。聞いたけど、彼って、殺人強盗の収支をたくさんやっつけて、卑怯がずっと平和になったって。みんな、正義の使者って呼んでるよ。試練台が現れたぞ。台に立って、誰にも落とされなければ、試練をクリアしたってことだ。遺跡の伝承が手にはいるぞ。こんなチャンス、俺も行くぞ行くぞ。この試練台、俺のもんだ。この人には逆らえないな。他の場所を探そう。どけ！あの台も俺のもんだ。あいつ、めっちゃ強い。楽な相手を選んで、追い落としてやる。死にたくなければ俺に近づくな。めちゃくちゃ強いな。もしかして儲かりに来まで行ってる？まさか俺が選んだのが一番手強いやつだったとは。人様が、今回のテストの最強者だったんだ。ここはどこ？遊びに来てよ。一緒に楽しいことしようよ。そうよ。こんなに若い指令者なら、きっと、色の弦枠には勝てないだろう。間違いなく落ちるな。本体はここか。破れ！一気の地霊ねっていう。大した資質じゃないのに、遠いし幻境を最初に突破するなんて、ありえないな。この幻、子供騙しだな。あの時の師匠や先輩の心間に比べたら全然だ。こんなの話にならないな。生意気だね。じゃあ、決まり通りに、第一席はクリアしたから。今、ご褒美を選んでいいよ。君は何者なんだ？ちょっと教えてくれないか？この3つの宝物、それぞれ何なのか？うつわれ、小本よ。それ以外は何も教えないわ。さっき私にパンチしたから、教えてあげないもん。この3つの方も、つが何かは、一番ダメなのを選ばせてやるんだから。言わなくても、もう俺が選べないとでも思ってるのか？システム音声が俺に、一番合うご褒美を教えてくれる。3つの宝物は全部素晴らしいけど、重様にはこれをおすすめするよ。1000点おとぎ霊藤、霊にを浄化できるから。よし、じゃあ1000点おとぎ霊藤を選ぶ。嘘、あたりを選ぶなんて。小玉根がめちゃくちゃ強くなった。今、わかる？周りの貴族性霊気も、全部吸収できるようになったよ。重様、小玉根の洗浄が完了しました。寿命が20、増えました。598年になりました。最高だ！まさか特賞を選べるなんて。まさかこんな幸運があるとはね。もともとノレーネならさ、せいぜいキム誠止まりだったよ。でも今は、レーネを洗い直したから、レーネの資質が、普通の天球小玉根よりも、さらに強くなったんだよ。普通に修行していけば、楽にレーネを逆転できるさ。レーネを洗浄するとね、そんなにすごいの？報酬を選んだから。それじゃ、第2ステージの試験に進めるよ。二つ目の試練って何なの？最初の試練は、心を問う。君の心の強さを試すんだ。次の試練は、己を問う。自分に勝てるかどうかを見てみるんだ。準備できてる？準備できた。さあ来い。こいつを倒せば、クリアってことでいいよね。戦火墨玉見本があって助かった。自動で回復してくれるし。でもこいつ、俺の剣技まで使えるみたいだ。全部俺より上だ。やっと気づいたのね。この戦魂は君のコピーそのものだよ。君の術は全部使えるし、実力も上回ってる。こいつを倒さないと先に進めないよ。くそ、やばいな。
別にバカにしてるわけじゃないけどさ、5年や10年はかかるよ、この試練。まず無理だね。とりあえず、帰って休んだら？俺はまだ諦めない。ダメだこいつ。俺より技が速いし、防御も俺より上だ。攻めても全部俺が負けてる。君には絶対無理だよ。さっさと降参しなよ。そしたら私も楽できるし。どうしたら、こいつを倒せるんだろう。ひらめいた。何やっても無駄だよ。このセンタマシーは、同意天下磯が設置したものだ。欠点なんてない。君の技は全部コピーできる。君のすべての必殺技もね、君に勝ち目はないよ。俺の必殺技はまだ使ってないぜ。やっぱり、このセンタマシーは俺のカサカイ指を真似してる。しかも俺よりは早い。この一撃で、10年の寿命が削られるんだ。このセンタマシーは、いずれ自分のせいでやられるんだ。無霊力はゼロだよ。さっさと負けを認めなよ。まだまだだぜ。将がくれた千年霊父、やっぱり効くな。勝った。嘘でしょ？小堺体を持つあいつは。まさか、こんなに早く聖魂を倒すなんて。もしかして、これが、天の石？俺クリアできた。はい、試練を飛ばされました。ご聡明をお伺いしてもよろしいでしょうか？白霞総紫霞峰の弟子、朝倉陽斗です。首都さん、おめでとう！ 100 年ぶりに問い転生域の唯一の継承者ですよ。問い転生域。これがこの遺跡の本当の名前なのか。そうだよ。これからは、問い転生域のすべての宝物は、聖主のものとなります。そして私は、聖主の専属霊宝となります。これからは、いつでもお呼びくださいませ。もういいよ、だって。聖主準備はいいですか？聖地の力を受ける心構えはできていますか？眼中か。いいよ、初めて。すごい力だ。王様、おめでとう。当移転生域の伝承を獲得しました。体が大幅にパワーアップしました。王様の治むためがき、蘇境の頂点に達しました。身体能力が大幅に向上しました。習得している術法の威力がすべて一段上がりました。カサカイ指が3段になった。効果が進化した自分の寿命を5年分使って、王様はレリューロ境までずっと修練できます。敵の寿命を100年やらせる、行為の進行、問い道系を習得しました。王様はレリューロ境までずっと修練できます。こんなにたくさんもらえるの？トイド系って本当にすごいな。3段になったカサカイ指か。自分の寿命5年で相手の寿命を100年削れるってことか。ってことは、20対1の交換ってわけだな。これでカサカイ指は、俺の必殺技になったな。最強のキムマコト収支でも、俺の3本指には敵はないさ。カサカイ指がもし4段まで上がったら、どんな効果になるか、想像もつかないな。清主カサカイ霊体、長い間現れていませんでした。これも運命かもしれませんね。聖域の伝承を積むのはあなたです。ねえ、小本。この聖域ってさ、どんな歴史があるの？約万年前、私の主人と移転会蘇我坂する直前に、彼の治むための一部と、数々の宝物を、聖域に封じ込めたんです。縁のある方を待っていました。そして、ついに清の死をお迎えしました。この聖域って、どんな宝物があるの？霊宝予約層、宝具、福禄など、何でも揃ってますよ。これから清の鹿にを作りたいときは、もう外に薬草を買いに行かなくていいですよ。俺は問い展開、その遺産を全部受け継いだんだ。これでは九霞宗の、みんなの財産を全部足しても、俺が一番金持ちだな。聖主小玉根は、もう洗浄済みです。あとは比例根の洗浄ですね。これは4階の最上級幼獣根、各務クラスの収支に相当します。離れ秘手欄の内身です。聖主にお渡しします。これはいい。
重様、おめでとうございます。比例根の洗浄が完了しました。霊根がすべて極品品質になりました。比例根の洗浄中、予期せぬ事態が発生。シュランのうちに、重様の体内で融合。シュランのうちにが、主様の体内で南名比とはオレン深淵と融合し、三枚深淵となり威力なます。びっくりした。悪い変化かと思ってたけど、まさか進化するなんて。聖なし。もう、キム誠の力がありますよ。基礎をしっかり整えれば、静かな場所を見つけて、キムニを結ぶことができますよ。わかった。宗門に戻ってから話そう。小本、送ってくれ。はい、清主。もう3年も経ったんだな。宝探しに来てた人たちはもういなくなったかな。朝倉陽とやっと出てきたな。今日は新しい恨みも、昔の恨みもまとめて清算だ。わざわざ死にに来たのか。聖なし。私が求人を片付けましょうか。彼には君が見えないの？はい、私の姿が見えるのは聖なしだけです。君の手計りなくていい。9敵は自分でやっつける。やっぱり自分でやる方がスッキリするから。朝倉陽と死ぬ寸前なのにまだ分かってないのか。今日、命乞いしても無駄だぞ。今回は格上の狂乱にお手に入れた。力はキム誠に限りなく近いぞ。今日はじっくりいたぶってやる。相手が弱すぎて、戦ってもつまらないな。ちょうどいい、君で。今の実力を試してみるか。お前基礎中期のくせに、もう調べはついてるんだ。俺の2世に気の前じゃ、アリみたいなもんだぜ。え？お前基礎中期じゃないのか。なのに俺より力が強いなんて、もしかして、お前も偽2期なのか。どんな教会でも、お前を片付けるのに何の問題もない。お前を殺してやる。そんなはずはない。白霞宗じゃ、それなりに長通ってるかもしれないが、俺を相手にしたのが間違いだったな。ご主人様、すごく強いですね。もうキム誠初期の収支とほとんど変わらないですよ。今回の原点ひいきはもうすぐしまっちゃう。早く宗門に戻らなきゃ、全力でキム誠境を突破するぞ。師匠、ただいま参りました。師匠、人先輩、お帰りなさい。紫霞長老、ご挨拶いたします。シミこと、ご挨拶いたします。人先輩、こんにちは。一つ良くなったな。落ち着きと鋭い雰囲気が出てきたな。知らない人は、キム誠になったと勘違いしそうだ。ひいきで思いがけない経験をしました。実力もかなり伸びました。ほんの少し、どころじゃないよ。ひいきに行った修士は、誰でも人先輩の名前を知ってるよ。人先輩だけが遺跡の試練を突破したんだよ。みんな、キム誠未満ではトップだって言ってるよ。名ばかりですよ。大したことじゃありませんから。人喧嘩で浮ついていないな。きっと前途はヨーヨーだ。さあ、宗門に戻ろう。宗主がみんなのために祝宴を開いてくれるよ。くそ！虎之助絶対やるって言ってたのに、人を始末するって言ってたじゃないか。なのになんで人が無事に出てきたんだ。虎之助は何も音沙汰がないし。役立たず！人を始末する役目は、他人に任せるわけにはいかない。今すぐにメイに連絡して、人を始末させる。人は秘境から戻ってきて、ずっと仕官してキム誠トッパーを目指してる。無事に優位にできるといいんだけど。最近の人は、どんどん強くなってる。もう、キム誠の兆しがある。きっと、優位にできる。だけど、カズエツ国と妖族が大きな戦いを始めてしまった。私たちも応援に行かなきゃ、一後輩の優位を見届けられなくなっちゃうね。幸いにも、彼は仕官しているから。こういう危険なことは、私たちが行こう。ユキ、行くよ。万礼、集え、キム誠、立て。
注文のあの先輩が、今まさにキムニを結んでるみたいだ。紫霞峰の浅さから人だってさ。もう6年も仕官してたんだ。信じられないよ。人って入門してまだそんなに経ってないのに、もう優位にしちゃったのか。人は白霞宗の1000年に1人の波はずれた天才なんだよ。原点ひいきで破敵なしだったし、今、キムニを結んだのも納得できるよ。あいつ、朝倉陽斗が優位にするなんて、髪も見て見ぬふりか。キム誠完成だ。ひじりなし、おめでとうございます。キム誠が完成しましたね。入門して10年以上が経った。ようやくキムニを結成できた。マジで人がキムニを結んじゃったよ。言葉に気をつけて、これからは朝倉人道人って呼ばないと、もしくは朝倉人長老って呼ばなきゃね。そんなはずがない。俺の弟子赤井虎之助が原点ひいきで死んだのに、紫霞の奴の弟子が、なんでキムニを結べるんだよ。俺は認めない。俺は認めない。雷こうだぞ。雷こうが来たぞ。この奴、すごいな。人は絶対に助からない。ひじり主、雷こうが来ます。こんな雷こう、大したことないよ。ついに人のやつ、死んだな。雷こうをくぐり抜けて、好みはさらに強靭になった。雷コーンが消えたのか。そんなバカな。くそ！あの浅さな人目、引きじれーねのくせに、なんであんなに簡単にキム誠になれるんだよ。王様、おめでとうございます。キム誠に昇格しました。すべての技能のレベルが1段階上がりました。唐坂指が4段に昇級しました。寿命を1年消費しました。敵の寿命を強制的に100年減らしました。小坂井指の消費が大幅に減った。今は1対100だ。これなら実戦でも役立つな。これからは、キムに山本音ヶ坂井の敵たちも、俺があいつらの寿命を根こそに奪う番だ。ご主人様、やったね。やっとキム誠になったね。小春、ずっと心配してたよ。小春、いつも気にかけてくれて、本当にありがとうね。ご主人様、私、チメタの。これから、ご主人様の剣侍として生きていく。ずっとご主人様のそばにいるからね。ひじり主、おめでとう。こんな可愛い剣、侍まで手に入れて、身の回りの世話もしてくれるし、守ってくれるし、添い寝もしてくれる。最高だね。俺。ご主人様、どうかした？私のこと、いらないの？私ってそんなにダメなのかな？いっそ死んじゃおうかな。机に頭ぶつけちゃうよ。本当にぶつけちゃうよ。はいはい、もういいて。わかった、君をそばに置くよ。やったね！そうだ、俺キム誠に昇格したんだ。この嬉しいニュースを、師匠と先輩に知らせなきゃ。ご主人様？師匠、先輩、言いますか？越国が妖族と戦い始めたって？師匠と先輩、戦場に行ったのか。やばい。師匠と先輩の魂闘が、こんなに不安定なんて、きっと危険な状況なんだ。やばい。戦場に行って助けなきゃ。さすが人は、白霞宗の1000年に一度の天才だ。こんな若さでキム誠に昇進するなんて、これでは九霞宗は、数越国中でも名が広まるだろう。宗主様、失礼します。師匠と先輩の魂闘が消えそうだ。彼女たちはどこに行ったんですか？助けに行かなきゃ。やはり行く先輩は危険な状況のようだ。わかりました。何人か一緒に行かせる。俺が先に行くよ。連絡用の宝玉だけでいいです。
この玉石は、紫かすみの居場所を教えてくれる。待ちなさい。君はキム誠に昇進したから、しきたり通り、これからは白霞宗の長老だ。無事に戻ったら、ホラフと称号を与える。そうしたな。ありがとうございます。朝かな長老、気をつけてね。グレンドー人、白霞宗の長老なのに、星雅や、短命とつるむなんて。俺の弟子を害したんだろう。知らないと思うなよ。お前を始末しなきゃ。弟子の仇を討つためだ。朝倉陽と教えてやるよ。お前が白鳥長老を殺したってことは、俺が2名に知らせたんだ。朝倉陽と、お前が白鳥長老を殺したんだ。短命は絶対にお前を殺してやる。キム誠に昇進したばかりなんだろう。短命は今回、キム誠後期の長老を2人、それにグレンドー人も加えて、キム誠後期3人で、キム誠初期なんて、楽勝だよ。朝倉陽と、今度こそお前は終わりだ。白霞宗にいた時は守られてたけど、今は宗門の外だし、跡形もなく葬ってやる。グレンドー人、星雅、仲間を裏切って外とつるむなんて、畜生以下だ。黙ってろ！全部お前のせいだ。本当なら俺は紫かすみ峰のトップで、順調にやってたのに、師匠の資源も、全部俺のものになるはずだった。でもお前が来てから、全部俺から持っていったよな。なあお前、死んだ方がいいと思わないか？自分の無能を、俺のせいにするのかよ。お前、星雅、もういい。無駄話はやめろ。朝倉陽とはもうすぐ、死ぬだけだ。まずはどれほどのものか試してやろう。全然避けられないじゃないか。なんだと？これだけか。くすぐりにもならないな。調子に乗るなよ。本気出さないとダメみたいだな。グレン長老、早く人をやっつけて。心配するな。これが俺の奥の手だ。必ず仕留めてやる。キム誠、後期のグレン長老がやられた。一撃でグレン同人を倒したなんて、こいつは手強い。おい2番目、一緒にやっちまうぞ。ちょうどいい。まずはトイ道家の威力を試してみるか。お前、絶対にキム誠初期のやつじゃない。一体どこまでの境界なんだ。俺がどんな境地にいようが、お前らを消すのに何のしようもない。こいつ、侮れないな。秘宝を使うしかないな。これでもう動けないだろう。この宝宝、なかなか面白いな。解除するのも難しくない。早く片付けて、師匠を助けに行くぞ。勝負だ。聖主様、ここにおります。相手の宝宝を壊してくれ。なんだ、サダムと弾が砕けるなんて。ありえない。そんなはずがない。朝倉陽斗の仕業に違いない。宝具を弁償しろ。茶番に付き合ってる暇はないしね。もうやるしかない。キム誠後期の長老が、3人もみんな死んだ。朝倉陽斗、お前は化け物か。一後輩。生意気だな。今や俺は長老だぞ。朝倉長老、俺はあなたの凄さを全然分かってませんでした。どうかご勘弁を。俺なんて見逃してくれ。そんなこと、あり得ると思うか？死んじまえ！殺さないでくれ！俺は紫かすみ峰の星雅先輩なんだ。朝倉長老、どうか許してください。お願い、許して。ゴミどもめ、俺の用事を邪魔しやがって。
今日はついてるぜ。お前ら、柔らかそうな肌してるな。きっとうまいだろうな。早く行きなさい。私が黒風魔王を足止めするから。いや、師匠、私も一緒に敵を倒します。三段魔王は人間のもとおまさか異臭死に匹敵する。全く勝ち目がない。早く行きなさい。誰かが知らせに戻らなきゃ。この俺様の前で、誰一人にガサねえぞ。この俺様の楽しみを台無しにするのは誰だ？弟子来てくれたのか。人怖い。君、キム誠になったのか。これからは朝倉しおぶって呼ばないといけないね。またキムマコト修士が来やがったな。柔らかそうな肌だな。今日はごちそうにありつけそうだ。私が守るから、早く逃げろ。この黒風魔王は、元お小堺並みの強さだ。勝てるわけがない。俺がここに来たのは、師匠とユキを助けるためだ。誰か君たちを傷つけるなら、絶対に許さない。たかがキムマコト修士ごときが、俺様には向かうつもりか？まずはお前をぶっ飛ばしてやる。その後、お前の血を全部飲み干してやる。ぶっ飛ばしてやる。問いどけ。ぶっ壊せ。なんて妙な術だ。まさか俺の寿命まで削るとは。俺の師匠とユキを離せ！殺すだけじゃ物足りないな。まずはじっくり遊んでやるぜ。この2人。お前が大事にしてる女だろ。どっちかは逃がしてやる。でももう1人は食ってやる。さあ、選べ。卑怯だ。選ばないなら、2人とも食ってやるぜ。3人。ひとゆきを選んで、彼女と結婚して子供を作って。力がついたら、その時、私の仇を取ってくれ。お願い、師匠を助けて。師匠はずっとあなたのことが好きだったの。私知ってる。師匠を選んで。いや、ユキを。師匠を、ユキを。師匠、ユキを。もういい！どっちにするんだ？あと1回だぞ。お前がここまで追い込んだんだ。ショーモと黒風魔王を足止めしてくれ。はい、清主様、聖主様、早く動いて。もう長くは持たない。いや、俺の命が。4段笠替え指。弟子黒風魔王を倒すなんて、信じられない。もう、一人前になったね。それならちょうどいいな。帰ったら、師匠とユキさんを、両方嫁に迎える。